チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。永遠なる虚無よ、囚われし者の声を聞き届けたまえ。この永劫の孤独を断ち切る呪いを我に与えたまえ。死によって禁じられし栄唱に耳を傾けたまえ。我が魂と異なりし者よ、我が体を動かすがいい。我が魂と異なりし者よ、我が精神を動かすがいい。この苦しみの先を見通す眼を我に授けよ。我が誇り、我が悲しみ、我が鎖よ、力と英知と復讐に変えるため。我が魂と異なりし者よ、我が魔法を犯すがいい。我が魂と異なりし者よ、我が意志となれ。はい。皆様、こんばんは。こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは。カラスマ100です。本日もお集まりいただきありがとうございます。本日はですね、占い師 KV と読む追放魔女のタロット SF ザ・コズミック・オイル・シスターフットを実況プレイということで、追放された魔女を操作し独自の占いタロットデッキをデザインして物語を進めるアドベンチャーゲームザ・コズミック・オイル・シスターフットを初見実況プレイしていきたいと思います。本作には自傷行為、差別、性別違和、うつや不安などのテーマが含まれてますので視聴にはご注意ください。あと先日ですね、メンバーシップ限定で、このゲームのインタラクティブフィクションの朗読パートをアップしてますので、よかったらそちらもぜひチェックの方お願いします。本配信は、音もざ放送局の音花風花様とコラボ配信になります。ということで、音花風花さん、今日もよろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりました。反戦反差別 VTuber 同盟タグ発起人となんかね図らずしもなってしまいました。人権派の占い師系魔法少女音花風花でございます。今晩もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今回実況内容に、いつものことなんですが、政治的主張や思想が含まれる場合がありますので、視聴の際はあらかじめご了承願います。あと、謎解きストーリーやネタバレや指示等はお控えください。配信コメントやチャットのルールを、守ってですね、チャットの、書き込みいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、
で、正月さん、ゴゴブリンさん、サリーさん、6153、こんばんは、こんばんからすです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。NHK の朝ドラバケバケの主題歌笑ったり転んだりより日に日に世界が悪くなる厳しいつれはい。いやそんなね本当なんでそげん辛いことばっかり毎日起こるとやかと思ってえらいしんどかったですけどそうね私の書いた詩にね歌をつけてくださったレイさんが、確かカイトさんとズンダモンさんの声で、カバーしてる音源があるはずなんですよ。笑ったり転んだりYouTube にそうなんだあるんですけど、そうなんですよ。すごくいい曲で動画もすごく素晴らしくて、と思って見てたんですけど、やっぱそうやって誰かの心のこととかちゃんと考えとくとやっぱそげんな風に行き着くというか、やっぱ重なってしまうやっぱ、だからちょっとえらい悲しかねって思ったりはするんですけど、ねのたれ死ぬかもしれないねいい曲ですねいやということでね、皆さんも少しでも安寧というか、一緒に連帯していきましょう、ということでですね、今回いつもとちょっと違うのはメンバーシップ実況を見ていただいた方はわかると思うんですけど、インタラクティブフィクションをですね読んだ後にセーブできないことに我々気がつきまして、さっき、再度プレイしてきましたはい、なのでなぜか少しですねエレメントが増えたりとかそういう状況に今なっております。ラッキーっていうラッキーっていう感じで考えていただければと思います。はい。だいぶ回復したんですか？いや、そうですね。エア以外は、火が10、水9、土11なので、それなりに回復しましたかね。はい。あと、音声とか、大きい小さいありましたら、ぜひ言ってください。お願いいたします。はい。お願いします。はい。空気のエレメント。そうなんだよな。我々は慢性的空気エア不足に今みんなナフサが不足してますけれども、エア不足に悩まされております。はい。やっぱね空気っていうか酸素のようにそこに存在しないと困るやつをまさかの国家元首がそうですね、輸入してくれないっていうもうとんだ国難に陥っとるけんですね。ほんとそれがなんか暮らすぞってね普段使わんような言葉ですら使いたくなるけど、でも暮らしたところで何とも思わんじゃろうなっていうところはある件ですね。なんでそげなことするとかやな本当に。でもね本当にねだからこれをきっかけにね再エネとか SDGs、クリーンエネルギーに舵ば切るっていうことをするっていうのはね、大事なんですけど、やけんってすぐ全部切り替えられるわけじゃない中堅が、同時並行せんと結局クリーンエネルギーに変わるためのエネルギーも結局は、化石燃料がいるけんが、今の社会状態やったらねっていうところがあるけん、ちょっとやっぱそこ何が足りとるのか教えてほしいですね。あの人たちにやって何が見えとるとかやろうなっていう、何ば見とったんだっては思う火水土風とエアーとね、色で分けてるわけですけど、これを全部白黒にするとなんか売名行為になるらしいので全部白黒のねエレメントにすればいいのかなよくわからないけど。そうですね白黒灰色ぐらいになるとかな、ちなみに現高市政権みたいなのを北海道弁では半角祭と言います。はい、よかったら調べてみてください。風花さん方言ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。こっちではなんていうかやな、いやでも、多分いろいろあるとやろうけど、ふざけとるとふざけとよ、何倍よとっていう。何倍よとなるほど。何倍よとっていう。
はい、ということですいません、ちょっと前置きが長くなりましたが、ゲームの方を始めていきます。前回はですね、ちょっとショッキングな、展開というか、選挙戦が始まってしまいました。ダリア、改革派ダリア候補が、自由民主党じゃないけど、ジャスミン候補の対決になってしまいまして、ジャスミン派の人、巡礼者、ダリア派の誰かさん、そして、なんか悪い知らせを呼ぼうとしている謎のテアさんっていうですね、どれを呼ぶかっていうところで終わったわけなんですけど、一ノ瀬さんからガラスです。来ていただいてありがとうございます。ただこれね、ちょっと配信前にちょっとすいません、調べさせていただいたんですけど、ここ間違えるとやばそうだったので、一応調べたんですけど、はい。結果的に言うと、巡礼者さんを呼びます。はい。なぜかというと、ジャスミンさん側の人を説得しとかないと、割と後の展開でダリアさん結構不利になるらしいんで、そうなるとね、我々でね、社会民主党としてはですね、自民党候補、ジャスミン候補にちょっと当選していただくわけにはいかなくなってしまったので。いや、そう、詳しくはね、前回の配信見ていただいたら全部わかるんですけど、ちょっと引きましたよね。ジャスミンさん、そう、ジャスミンさん自体が悪いわけじゃないんですけど、ジャスミンさんから出てきたマニフェストがもう、ナンバふざけとっとっていう話っていうか、ちょっとみたいな。ちょっとで保守が過ぎるよっていう感じだったんで、それはちょっと無理やねっていうとこで。はい。そうということで、エイダーナを吸収して強くなることのメリットを解きに来るらしいんですけど、そこはかわしつつですね、なんとかこっちの味方になってくれるように大魔女の巡礼者さんを説得するっていうのがベターかなというふうに思います。はい。ということで巡礼者さん呼んでいきますか。はい。そうですね、やっぱりなんか計りごとが苦手そうなので、ダリアさんの方が、だからやっぱしっかり外堀埋めておかないと、ダリアさんは日頃の素行とかをこう上げ足取られかねない方というところなので、っていうところかな。そうですね。全然お水とか休憩とか好きにあれ取ってください。お願いします。はい、ありがとうございます。で、いやね、全国的にもおそらく暑くなってると思うので、皆様もしっかり水分補給していきましょうね。私ちょっとね、服薬の関係でさらに喉が渇くので、ちょっと失礼します。はい。ということで、ちょっと、今のうちにですね、巡礼者さんを呼んでいきましょう。なんだなんか結構、なんかミイラじゃないけど、なんでしょう、これはファッションなのかな、それともお怪我をしてるとかそういう感じなのかな。いやでもファッションだよな、これは。ミイラのイメージを感じるし、この赤いのってあれですかね、そろばんそろばんみたいに見えますね。確か数学者って言われてましたよね。数学者です。はい。巡礼者さん。数学とか哲学に結構興味のある魔女さんということで全情報はありましたね。じゃあ多分これそうだな。おそらくそろばん的な何かサムシングっていうことなのかな。はい。ドミキレオさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いらっしゃい。来てくれてありがとう。招いてくれたことに感謝する。私は若い魔女との交流に慣れていない。よって私の言葉遣いが無礼であったり場違いに感じるようなことがあれば申し訳なく思う。誠実ですね。誠実だし、なんか、保守派なのかもしれない。結構ね、古い魔女の人たち保守的だという情報があったので、詳しくはパート4を参照してください。でもなんかこの巡礼者さんすごい礼儀正しいし、思ったよりは説得に応じてくれそうな、ちょっと雰囲気なのかな。いや、ファッショナブルですよね、そのどうなんでしょう。算術的なやっぱりものなのかな。やっぱ、そういうところもある。だろうな。なんかやっぱでも自分はこうであなたはこうで私に合わせろとかって言わない、押し付けてこないでこう自分から歩み寄っ
っていく姿勢というか、そういう柔軟性があるっていうのは、そうですね。学者という立場においてもすごく、まあ、道を極めるにはね、古いことばかりしてもどうしようもないのっていうで、ことなのかな。そういう意味ではやはり正しいキャラクリエイトをされているような感覚ですかね。うん。心配しないで。今の言葉を聞くだけでも十分丁寧だと思うから。そうか。そなたはジャスミンに投票しろ。ストレート押し付けに言ってきた。てこないで。いや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 、そこをちょっと考えを変えていただくために呼んだんで、ちょっと待ってもらえますか。はい。そうですね。私は彼女の方針にはさほど興味がない。しかし、私たちがエイダーナの遺体を食すべきなのは明白だ。でも方針にまあ強く賛同してるっていうよりかは、まあ、エイダーナさんをまあなんとかしたいという、エイダーナさんについては前回の配信参照なんですけど、結局ラスボスだと思ってたんですけど死んじゃったんですよ。で死んじゃったんで、それを、魔女の人たちは、まあ、保守派の魔女の人たちは遺体のエネルギーを吸収して私たちが強くなればいいんだって言ってるけど、ダリアさんはそうではなくエイダーナのエネルギーを宇宙に解放して新たな魔女さんをね、生み出すべきだっていう、まあ、考え方なんですよね。だからそれはまあですね、革新派としてはダリアさんの方が正しいと思いますね。やっぱそうネイルと同化するか宇宙にセイントセイヤみたいになんかこう広がるコスモみたいな感じにするかどっちにするかみたいな。でね、多分ね本来だったらなんかこうダリアさんの方が、私はもっと強くなりたいんだ、だから私はエイダーナの遺体を食べるって言いそうだし、ジャスミンさんの方が私はいろんな人を助けるためにって感じになっちゃうと思うんですよ、キャラクリまあ一般的、我々からして一般的とされてしまうような方々だと、だから私はそこ逆なんだと思っちゃって、自分の中のその固定観念にも気づかされたんですけれど、やはり見た目からしてもやはりダリアさんの方がこの地球においてのマイノリティに当てはまるようなルーツに見えるので、やはりそういう立場におられるダリアさんがいろんな人に可能性の扉をへの道をつなげておきたいっていうところとかすごく大事なことだなって思ったりはしたんですよね。アンソニー・ファウチマンさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。失礼があったらすまないと先に言っておけば何を言ってもいいという、そうではねですね。それで何を言ってもいいわけではないですけれどもね。ただその対話はしたいので、どうか諦めずにエネルギーを割かせて申し訳ないが教えてくれっていうだから相手に対するお願いでもあり、こちらからの頼みというか頭を下げる行為でもあると思うので、もちろんそこがすごく難しいけれども大事な言葉っていうか、メンタリティーとしては大事かなって思います。ですね。だってもっと説得しに来たのかと思ってたら命令されるとはね。私たちは今新たな理解の領域へと誘う扉の前にいる。新たな魔女を迎え入れるのは後でもできる。私たちがさらなる鏡に登れば、私たちが望むものを選び、この手で直接調整させることもできるかもしれない。優勢思想っていうかあれじゃないですか、先民思想じゃないですか、それ。でもこっちから選ぶってなるとまた話変わってきますよね。やっぱその点でもやっぱり確かにこういう思想の人たちなんだろうけど、でもフォルトゥーナさんなんか同意しちゃってんだけどおい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 。いや多分フォルトゥーナさん自身がすごくフレキシブルな方なので、そうですね。いろんな占い師っていろんな知識に、ある程度浅くてもいいのでちょっと持っておく方が広がるんですよね。なので興味がいろんなことに向いてる方が、クライアントに伝えられる言葉とか情報量が増えるっちゃ増えるので、思考回路が柔らかいのはねいいんですけど、便利
便利という言葉じゃ片付かないものがありますよね。ちょっとね。確かに。それは確かに便利かも。そなたが納得するように説明させてもらいたい。どうぞ。私たちの意見が一致する確率を測るために、運命の司の円盤を紹介しても構わぬか？お、これは知識。私はあなたの円盤に隠された秘密を知っている。はあ、これはあれか？知識。エイダーナさんがルーンの、要はエイダーナさん言ってたじゃないですか。ルーンの、神の言葉を聞いて、あれしてるんだっていう、そういうことですよね。でもあれ多分ルーン占いなんですよ。ルーン文字使った占いだと思うんですね。で、この司の円盤はあれですよね。それこそグレーテさんが成功率を知るためにそうやつで、配信アーカイブ3を参照です。はい。はい、参照お願いします。グレーテさんすごく素敵な方なので、ぜひ見に行かれてほしい。ね、でもそうだな。知識はあれですよね。でも多分2択目の水のエレメントの時に選んだ、ものが確か知識、何を重んじるかみたいなのだったかな。そうですね。だからこの、このルートしかも、エイダーナさんからちゃんとそういう、知識を得てるっていうことで、この選択肢が出てきたということなので、おそらくこれなのが正解なので、これを選びます。はい。そうですね。私は、あなたの円盤に隠された秘密を知ってる。お？というと？あなたの発明品は、重大な局面にいる魔女にとって、とても便利な道具となる。あなたが作ったの？あ、そうなのか。そっか。巡礼者さんが作者なのか。それは確かに強大なね、力を持った魔女だし、これはそうだな。神の言葉を直接聞ける能力はでもエイダーナさんにしかなかったってことなんですかね。この巡礼者さんじゃなくてエイダーナさんがそれでもリーダーだったっていうことですから、だからルーンのその仕組みを利用っていうアイテムを利用して、神の声をエイダーナさんは聞くことができたとは自称していたんですけれども、死んじゃったけど、ね、神の声を聞く能力自体は巡礼者さんにはなくて、エイダーナさんに使わせてたっていうことなのかな。そっか、なるほどな。さすがにチーム未来と比べるのは失礼。そうですね。チミはちょっとね、こんな、そう。チミと一緒にしちゃダメかもしれない。チミはもっと下劣ですよ。下劣ですよ。そう、単なる目的ってか、こう知識探求のためにいろんなものを見落としてる巡礼者さんと違って、あの人たちは意図して権力にかじづいてるのでダメですよ。生成 AI を使うのをやめてください。はい。いや、そうで、まさしく今フォルトゥーナさんのこのセリフ、生成 AI につながることだと思うんですよ。確かにつながってきたな。まさかのね、予言されちゃってたか。さすが。でも彼女たちはこの円盤が全てを記録し、あなたのために情報を収集していることを知らない。確かにそれは事実だ。なぜそのことを知っている？私のこの第三の目は飾りじゃないってこと。このことを突き止めたのはそなたが初めてだろう。古文の者たちには言わないでくれ。さもなくば彼女たちは貴重な道具を失うことになる。違うでしょ？これ、はい。違うでしょ？彼女たちは貴重な道具を失うことになるは表の向きでしょ？あなたが知識を得られなくなるだけでしょ？そうですね。ただその運命の司の円盤に精神的に依存している魔女はおそらく多いので、間違いではないんです。間違いではないけど、この人によって依存させられてるわけですよ。で、依存すればするほど情報が集まるわけですよ。生成 AI ボランティアやめてね、本当にマジでろくでもないからやめて。こ
クリーンな生成 AI を作ればいいんじゃないでしょうかっていうのと、まあ言わないって言った方が、でも言わないって言った方が巡礼者さんから信頼されるのかな。なんかこれ難しいですね。説得しなきゃいけないんで、私もなんか、懐柔する必要があるけど、ただ言わないっていうのってすごく不誠実なので選びたくないんですけど。そうですね。まあそれはじゃあ言っておきますか。いやでも巡礼者さんの説得に失敗した時が一番嫌なので、何が一番嫌かって、この方を説得できないのが一番嫌なので。それは確かに。そうセーブができないからねこれがね。このゲームだからここ結構難しいんですよね。アドベンチャーパートが多いんですけど、まあゲームセーブできないシステム、オートセーブしかできないシステムなんで、そうなんですよ。我々は悩みながら選択していくことになります。はい。そうなんですよね。だから結局過去も未来も確かにプレイヤーの手に委ねられてるところはある。本当に実際に運命の司の円盤を我々はもうそれに手玉に取られてると言ってもまあ過言ではないというね、ところはあるかな。でもな、だから言わないって言って信頼を勝ち得る必要があるのか、その上のような提案をすることで確固たる意志を持ったフォルトゥーナという存在を、なるほどそういうふうに我々に意見してくるもの面白い魔女だなみたいな感じで思わせるのがいいのか、どっちがいいんだろうな。データセンター、そうですね、嫌われてるっていう話でしたね、地元の人に。そうですね。その話はまた来週のラジオとかでしようと思いますが、どうしよう。悩ましいですね。選択肢悩ましいですね。めっちゃ悩ましいですね。はい。まあ言わない、そうですね。ただ言わないっていうのもフォルトゥーナさんの口からは言わないと。あなたの口から言いなさいっていうふうに捉えるなら別に言わない、分かった、言わないけどあなたの口から言ってっていう。そうですね。じゃあまあここは言わないと約束しておきますか。はい。まあそうです。分かった。言わない。でもこれって倫理に反する行為だとは思わない？神門団の力に10年も閉じ込められれば倫理などは何の意味も持たなくなる。やっぱ人権を持たない処罰、人権感覚の欠落した処罰をねするとね、こういう風にぶっ壊れるんですよ。そういう過去があったんですかね。罪を償うにしても、罪を償えるというのも権利ですからね。まあ、裁判を受けるのだって権利ですし。そうですね、その通りです。まあただそういう苦しい過去があるからといって他者の権利を侵害していいという免罪符にはならないんですよ。情状酌量とかの余地にはなるかもですけど、やった事実は揺らがないので。そうですね、消えないですからね。そこのところかな。まあだからまあただ巡礼者さんの心を壊すに至ったそういう経緯とかを我々は知って、なんだろうな、戒めとしていくべきっていうところなのかな。私は自分の総和算出式の精度を向上させるために可能な限り多くの情報を集める必要があるのだ。これあれですかね、個人を特定しない範囲で情報を集めてますみたいな感じのあれですかね。生成 AI で答えを出す的なことをやってんのかな。パソコンでもあるじゃないですか、エラーとかをリポート送りますかみたいな、リポートする。ただあれはリポートは選べるけど生成 AI は問答無用で食わせちゃったら学んじゃうので、そうですね。やっぱそっち生成 AI の方が近いだろうな、問題的には。で秘密の漏洩はだからバレなきゃ犯罪じゃない理論はダメなんだってば。秘密の漏洩はしない。だからその点における心配は無用だ。他者が抱える問題について知ってるってだけで明確なプライバシーの侵害だと思うけど、私にとっては意味を持たない概念だ。
プライバシーは恵まれた者たちの特権に過ぎぬ。死に直面し、それを生き延びた者にとって重要なのは結果だけだ。そんなことはないですね。プライバシーは基本的人権です。はい。です。まあただこういうふうに恵まれた者たちの特権って感じさせてしまった社会側、社会構造とか施政者にもだいぶ罪があるってことがやっぱわかる。だな。やっぱちょっともう一回戻ってきてくんねえか。お前にラリアットをかまさねえと気が済まねえんだ。おう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 。伊沢さん、コンカラスです。コンカラスです。まあ皆さんには若干に説法だと思うんですけど、プライバシー権ってね、新しい人権と言われるいわゆるまあ一つの概念でして、まあ生存権とかと比べると、まあ、発生したのは古い第二次世界大戦後にね初めてできた概念だというふうに、まあ普通の今の人権概念を再地化するにあたってプライバシー権っていうのがまあ徐々に確立されていったっていう経緯があるわけですけど、逆に言えば、まあ、巡礼者さんとかがエイダーナさんが生まれた時代にはおそらくプライバシー権なるものは、まあ、人権も当然存在しなかったと思うので、当然考えられない、まあ、生きる権利とかはあるっていうのは納得できるけれども、そんなプライバシーの権利なんてもうはなかったよっていうのは、まあ感覚としては理解できますよね。そうですね、幸福追求権の一つですね。ありがとうございます。はい。だよな。せめて黙秘の司を召喚して自分では機密情報を明かせないようにしたら。私はその必要性を感じないが、そうすることで私の計画の妨害をやめるのであればそうしよう。多少気が楽になるのは確かかな。承知した。では運命の司の天板を召喚してもよいか？でもそこは妥協してくれるんですね。そういう黙秘の司みたいなのがあることによって、まあこっちの生成 AI に情報収集をさせないで済むっていうことか。なるほど。まあそうです。選択肢が一応ある、っていうことなのかな。だろうけど。だからまあプライバシー権なんて些細なことみたいに今巡礼者さん言っちゃったけど、それはやっぱり間違った考えですよね。幸福追求権っていうものが人間にはあるので、だし生存権すらもしかしたらそうですよね、信用できてないかもしれないっていうわけですよね。本当古代エジプトとかがもし出身だとしたらのであれば、余計に生きづらい時代を生きておられたはずなので、だって平然とね奴隷制があった時代ですから、人権のない人たちがいたわけですよね。ねえ、そう構わないよ。よろしい。よろしいじゃねえよ。魔力を吸収する恩恵に関する説得材料としてまずそなたにこれを差し上げよう。そなたはアルカナを使い自分のカードを作っているそうだな。アルカナは魔導書に記載されているものにとどまらない。強い魔力があれば自分独自のものを作り出すことも可能だ。ガンガン作ってますからね。はい、受け取るがいい。お、アルカナくれた。介護者、目する悲哀、修道院の最後の生き残り。修道院の名は贖罪のために沈黙の誓いを立てた者たちが集まっていたことに由来する。はい。巡礼者さんの頭のやつってもしかしてシスターとかのあれだったりします？そちらのキリスト教系のもしかしてルーツの人なのか？いや、もしかして、まあそうですね、そのそろばん風なのとか巡礼者さんが巡礼者とかっていう感覚の、まあ、中国系とかのお名前なのかなとか、そういうふうに考えてたので、そうだと包帯巻いてるとやっぱミイラをやっぱ我々は連想したりとか、ね、想像しやすいので、そう連想しやすいけど、もしかすると、まあ、これを巡礼者さんからこれをいただくということが何を指すかというと、やっぱそれじゃないかな。でやっぱ火ですね。そうですね。地帯を守るためにもしかするとその仲間を守るために必死に戦い抜いてっていう方かもしれない。
悲しいですね、なんかすごく。ナナクラフトさん、コンカラスです。巡礼者さんに調べましたが、多分文字通り巡礼者ですと。なるほど。宗教的なやっぱ意味なんだ。だとしてもやっぱ、いや、そうか、巡礼者さんっていいのか。まあ、そういうことはこの方の神名わからないのかな。そうですね。自分でそう名乗ってるだけで、もしかしたら相性的な感じなのかもしれないですね。まあカタカナにしてるから個人名のつもりかもしれないですけど、だからそれ以上でも以下でもないみたいな。私はその神の下で奉仕し神に尽くしとか神の命に従いみたいな感じだったのかもしれないですけど、まあでも何にしてもやっぱ悲しいもん悲しいですね。新問題に拘束されていた際、私は一人の介護する巡礼者と会った。ほう。彼は一言も話さなかったが、私の中に強い印象を残した。私は自らの総和算出式を使い、彼のエッセンスを上級愚かなという形で捉えた。そなたの占いに役立てるといい。実際にモデルがいるんだ。なるほど。じゃあ別か。さっきのはカードに書かれてたのは男性で別の方だっていうことですね。彼女と関わりのある人だったと。まあだからやっぱその方からの受けた、影響があまりにも強すぎて、その方への敬意というか、何かしら弔いの意とかを込めて自らにその巡礼者という名前をつけているのかもしれない。やっぱ名前はくさびになるので、そうですね。やっぱそういうふうに、そっか、異端審問で、シスターだから。の可能性ありますね。そっか、文字通り魔女裁判にあった人かもしれないですよね、そう考えると。ですね。で、本当魔女裁判っていうけど、最終的には擁護する男性、男性とされてる方々、だから結局ジェンダーを問わずもう最終的にはもういろんな人を、処刑しまくってるので、そうですね、魔女裁判、魔女狩りって。魔女狩り。もう本当にやっぱ狂気というか、お互いにお互いを疑うっていう本当人狼レベルのあれだったりするからな。この宇宙のあらゆる要素をカードに刻めるようになれば、どれほどの可能性が開けるか考えてみろ。これは下ですよね。それで新しい魔女の阻止をすることを正当化はできないと思うし、ダリアさんを擁護する立場から説得しなきゃいけないっていうのもあるし、実際便利かどうかっていうのとは次元の違う話だと思うので、だって結局エイダーナさんの魔力を取り込んで強くなるって他人頼みでしょ。そうですね。そこをついてしまうと本当にだから本当にその先を知りたいと思うなら、自分で壁越えたり蹴破ったりぶっ壊したりしないと身にならないと思うんです。一回だからそのエイダーナさんの魔力で強くなっていろんな情報を得たところで、次また上に行きたいってなった時にまた新たな誰かを食べようとしますよ、きっと。っていう話かな、って思いますけどね。それで新しい魔女の誕生を阻止することを正当化できると？それってすごくエゴイスティックだと思う。そなたのように賢い娘に対しおだてや筋は意味をなさないことは分かっている。よって次は私の力を披露しよう。へえ、面白そう。何を見せてくれるの？私は総和算出式を得得することで運命に縛られぬ存在となった。失礼。あまりに信じがたくて思わず笑っちゃった。なら私の運命を読んで試してみるがいい。最も不吉なカードを
私に引くがいい。ではお言葉に甘えて。ただし、その過程で私の総和算出式がそなたのデッキを傷つける可能性がある。それでもやるか？え何この、まさか巡礼者さんって、フォルトゥーナさんの運命パワーを消去できる可能性があるってこと？それすげえ力じゃないですか。まあだから、で、しかも、はい、フォルトゥーナさんが、でもフォルトゥーナさんがカード持ってるのはジャスミンさんから聞いたとしてででもも根源的なパワーとかを結構もう半ば破壊なのかわかん総和算出式の力なのかわからんけど、掴んでるのかな。ただそのアルカナをこう自由にうんたらかんたらっていうのはジャスミンさんにも話してないはずなので、この人どこまで知ってるんだろうっていうところがあって、だから本当に運命に若干、触れてるのかもしれない。触れる神のことはできてるのかもしれない。エダーナの神の力とはちょっと違うけど、その総和さんなんちゃらで神の声に近いことは聞いてるのかもしれないですよね。やっぱあらゆることはある程度なんでしょうね、自分の中である程度ちゃんと定義をすれば、数学とか数式とかってある程度確率は測れたりしちゃうから、そういうことをしているのかもしれない、数学者さんってことだったので。でだからフォルトゥーナさんの強みというか武器、誰かを傷つける凶器ではなくチャームポイントとしての武器ですね。チャームとしての武器としてのカードを消して弱みを握ってジャスミンに投票すると誓えば返してやろうみたいな。でジャスミンが通ったら返してやろうっていう風に消去というよりはダッシュもできなくもないのかなっていう。知識がなかったらどうなってたんだろう。これ怖いな。怖いっすね。白旗のカード以外はしょうがないかもしれないけど、とりあえず消去するつもりだなっていうことは言っておきますか。はい、そうですね。私のカードを消去するつもりでしょ。なぜそれを？そなたのその素晴らしき第三の目はどうやったら手に入る？確率が 17% に上がった。さっきからちょこちょこ上がってる気はしなくもないけど。いや、5%から動かなかったですよ。だったですか。じゃあやっぱフォルトゥーナさんが知的な意見というか巡礼者さんの先を読む答えをできればいいのかなってことか。手に入れられるか。私のカードで占ってあげようか。それは魅力的だが、言ったように運命を司る魔力は私に対して効果を発揮しない。なんだかあんまりいいことないね、その力。私には私のやり方がある。カードを失っても、それでも私の力を体験したいか？そなたにとって貴重な学びの機会になるとは思うが。何これ。いやでもこれは挑戦するしかないですね。いやでもなんだろうな、貴重なカード失うの嫌だけど、そうですね。下手すると1枚ロストしちゃうかもしれないじゃないですか。引いたカードが、でもやっぱり受けて立たないと多分この方やっぱなんか、説得できないと思います。立ち向かってくるの好きでしょ。多分そういう性格ですよね。今までの会話聞いてると。そう。だから不吉なカードってそれだけ力が強いってことだと思うんです。誰かに及ぼす影響が強いってことだと思うので、だから不吉なカードを出したらそれを消す、また出してきたら消すっていうのを繰り返してデッキを無害化するってことも可能なのかな。無害化じゃない、無害化って悪いカード、不吉なカードっていうけど、本当に不吉なカードってないので、我々預言者じゃない、占い師は預言者じゃないので、つどつどね、言っていく言葉ではあるんですけれど、あくまで可能性の一端を
垣間見て、もしいい結果が出たらそうなれるようにどうすればいいか、悪い結果が出たらこれを回避するためにどうすればいいかっていうのを考えていくための自己分析のツールであったり、気づかなかったキーワードを拾い上げたりするためのものなので、不吉なカードっていうと死神とか悪魔とか塔とかって言うけど、あれらが全て悪いものでもないし、逆になんかいいカードだねってされてるワールドのカードですら、あれ終わり、完結を示すので、あれ終わりになっちゃうので、単純出るタイミングによっては、あ、終わっちゃうのかこのフィーバーっていう風になっちゃうので、いい悪いとかじゃないんですよねっていうのはあるんですけど、本当にでも巡礼者さん何を企んでるんですか？怖いですねこれ。まあ怖いけど挑戦するしかないですね。はい。そうですね。もちろんそんなの怖くないし。ああ、増えた。増えましたね。26%。なる。分かった。ではカードを引くがいい。効果的にカードを引くためにもう少し質問をさせて。そうすればあなたが驚くような結果になるかもしれないよ。ならない。だがそなたの遊戯には付き合おう。なんかバカにしてるというよりかは、なんかほんと年若い魔女に対する老齢のっていうか、そうですね、お説教的な感じですよね。はい。遊戯、まあね、我々はね遊戯王が大好きなので、遊戯というのは別になんか悪い意味ではない気がするんですけど、受け取れ遊戯って感じ。そうですよ。はい、そうですよ。サイレントソーバーとかなんか感じになっちゃうんですけど、まあでも、はい、まあでもだからその老齢の高齢のこの巡礼者さんから年若いフォルテーナさんのに対して遊戯って使うのはやっぱそこの年の差なんだろうなという、まあ子供の遊びに付き合ってやるかっていう、まあバカにしているのはまあ間違いではないのか。でもやっぱりなんかそういうなんだろうな、こう単純ではないけど何かしらやっぱこう世代の違いを感じさせる言葉ではあるね。そなたは私の運命に働きかける手法があるとでも？これはいわば私の力への挑戦ね。互いの成長を促す機会を提供しているまでだ。じゃあ行くよ。何が出るか。おお、ミレニアム。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ネクロノミコンじゃなくてよかった。ちょっと待って。月石の聖堂は悟りへの門を開く。竜は傲慢な守護者を体現。聖木の杖は風景に恵みをもたらす。過剰な土のエネルギーは不動性を生むということで、土のカードの我々のデッキの代表的な存在であるミレニアムですね。そう。はい。ですね。で、あとこれね、だから結局エゴなんですよ。だから竜が守っている宝だから、今回の場合で言うとエイダーナさんの魔力に挑もうとする姿にも見えますし、だからその竜に守られて邪魔な竜にこう道を塞がれてエイダーナの魔力を得られないっていう風にも見えるし、可能性はあるか。そうですね。で、あとは悟りの門を開くなので、悟ってる風に見えてるけど、実はやっぱりまだ人間的すぎるというか、悟ってはない。だからで停滞しているっていうところなので、結局その自分一人の力を結局こうやって追求しているうちに自分を過信しすぎるせいで動かなくなってる。停滞を感じるっていうのは結局一人だと出てくるものは限られるのでっていうところの可能性もあるし、ちょっと無関心だから何かしら見落としがあるってことなんですよ。何かしらにへの無関心のせいで停滞している。なんかそういう人の感情の機微であったり人権であったりっていうそういうところに目がいってないせいで巡礼者さんがたどり着けない境地への階段、だからはしごを外してるのが自分のせいかもしれないよと。土のエネルギーって本当に権力者のエネルギーなんですよね。不動のものなので、そう地面に根を張るので、やっぱ強い
不動性、なんですよ。フィックスしてるので、ただその代わり変わるのが難しいっていうところなんですけど、ただ今回その聖木の杖があるので、これなんかやっぱ育ってるように見えるけど、結局その木の芽っていうかツタが竜みたいにまとわりついてるので、よくよく考えたらなんか、それをここに置いたのも運命に見えちゃうな。で、竜。ということで、ミレニアムを言っていきます。置きます。あなたは私のカードを破壊する。あ、これしかないんだ。まあそうですよね。破壊するって言ってんだから。でしょうね。どうすればいいのこれ。他に何か引けたのかな。何なんだろう。何なんでしょうね。っていうか多分何が出てもこうなる気がする。っていうかフォルトゥーナさん自分で口にしたらそれが現実になるって分かってます？確かにフォルトゥーナさん自分の力理解してるはずなのに言っちゃうんだってまあでもフォルトゥーナさんは結局カードが言ってることが全てだから、嘘はつけないっていうのはまあ占い師としてはそうなんですよ。確かに。だから出た通りカードが言ってきてる通りに読むのは占い師としては大事なんですけど、でもそれでも言っちゃいけない。いやわかんない。どうなんだろう。破壊されたところでそれでもやっぱりあなたに立ち向かわないといいことはないっていう強い心は大事なので、って思うけどな。説得成功したいな。あなたは私のカードを破壊する。嘘？回避する方法はないってわけ。残念ながらな。破壊するのはやめてもらえない？あなたの力はもう体感したから。破壊されなければ体感したとは言えぬ。でもカードを破壊したら、あなたは私の読んだ運命に従ったことになるじゃない。それは確かに。ならば結果は引き分けということか。いずれにせよ、そなたのカードは破壊される。ミレニアムが破壊されちゃった。土のエレメントがバーンと増えたので、おそらく全部土に戻りましたね。はい。わー。さよならミレニアム。はい。カードって、デッキって占い師にとって相棒なんですよ。ひどい。それこそ前回もお話ししましたけど、カードデッキによってそれぞれ性格が違うんですよ。で、なんなら同じカードデッキでもデッキによってなんかね、言ってることが違うように聞こえたりとかする時もあるらしくて、まあ、占い師側が数人いたら相談を持ちかけてくる相手としては不安なわけですよ。だから占い師って絶対一人で待ってなきゃいけないわけです。その占い師にとっての味方というか相棒というか、だから相手を怪獣って言い方おかしいな。相手と戦うための武器でもあるし、己を守るための盾でもあるのがカードデッキとか、戦術、己が磨いてきた占いの技術であったり知識なわけですよ。それをですよ、自分の思い通りにことを進めるためだけに破壊するっていうのはこれ人権侵害っていうか冒涜、人の権利に対する冒涜ですね。そうですね。相棒もうやめて、とっくにハガのライフポイントゼロよ話せ。いや、ハガ君が破ったゴキボールがかわいそうじゃないですか。でもね、だから多分デュエリストもね言ってるでしょ。デュエリストにとってカードのデッキは家族だって、僕の家族って言ってるでしょ、相棒もね。
で実際そうなんですよ。心込めて作ってるんですよ。やっぱ何かしら魂込めて触ってるから魂が宿ってるっていうまあスピリチュアルっていうよりかはなんかつくも神的な感覚なのかな。どうなんだろう。だからなんかやっぱこうやって誰かをこう怪獣しようとしているのはよくない。あ、そうですね。そこのお前ショットガンシャッフルはカードを痛めるぜっていう感じのね。はい。かっこいいけどね、ショットガンシャッフル。でも私はできないですね。手が小さいのでどうあがいてもカード扱うのが難しいんですけど。はあ、ひどいな。あなたはカードを破壊しただけじゃなく、私がその制作に費やした多くの時間も無駄にしたのよ。で、そして、このカードに助けられてきた人々、このカードによってもたらされてきたあまたの言葉を侮辱したに等しいと思いますね。気にすることはない。そなたがカードに費やしたアルカナとエネルギーは魔導書に変換されている。それを使って新しいものを作ればいいだけのこと。それがエントロピーの素晴らしさが。でもこれは決して同じものにはならないですよね。ならないです。同じように作ったとしても同じじゃない。なんかやっぱこうテレポートってあるじゃないですか。はい。テレポートした時にそのテレポートする前の A とテレポートしてきた A って本当にミクロ単位で同じものかみたいな感覚なんとなくわかります？わかります。もあるし烏丸さんが一生懸命クリエイトしてカードは戻ってこないんですよ。どういうこと？まあ作り直したいなってまあ初期のうちのね分かんない時に作ってるしなっていうゲーム的に考えるとまあそうけどただそういう問題ではないので、はい。でも決して同じものにはならない。エントロピーの拒絶は抱えるものの量を増やし魔女としての発展を阻害する。執着は成功を妨げるものだ。どっちが正解だったいや執着って悪い、悪魔のカードが出るたびに言ってたと思うんですけど、執着って必ずしも悪いわけじゃないんですよ。こだわりでもあるし熱意とも取れるわけで、何かを追いかける熱意、だから成長を妨げるどころか逆にそれがないと成長できない場合もあるんですよ。前に進むエネルギーであることは間違いないのでもちろんネガティブな意味で誰かへの復讐とかいう意味で執着してたらマイナスに触れていくでしょうけど、基本的には、例えば私だったらね、それこそその星座が好き、神話が好きだから西洋占星術勉強してみようっていうその星読みへの執着、星を読めるっていう、美しい行為への執着からこんな道に入ってるわけなので、あ、そうなんですね。そうだからやっぱり執着って全てが悪いものじゃない、だから巡礼者さんこそ一面しか見てないでしょって思いますけどね。ということはどうします？ただ選択肢で数字が変わってないのでさっき同意した方がいいんですか？同意した方がいいのか、限定的にさっきの発言はさすがに受け入れがたかったけど、これに関しては本人の考えだから全く理解を示さないで拒絶するっていうよりかは言いたいことは分かるよぐらいでもいいのかな。でも逆になんか最後になんかちゃんとしっかり対峙してきたことでちょっとずつなんかガンって上がる選択肢が出てくるみたいな可能性もあるのかな。どうなんだろうな。どう思います？でも古いものを捨てなくても新しいものを作ることはできるでしょ。まあそうですね。はい。悪いとは思えないので実際そうでしょ。まあそうですね。必ずしもそれは必要ないですからね。説得に応じてくれよ。頼むから。古いものを捨てなくても
新しいものを作ることはできる。ああ、若い魔女にありがちな回答だな。そなたはエントロピーの価値を理解するほどには成熟していないようだ。人をそういうふうにジャッジすることができる立場なんですか、あなた。長く生きてれば、それが許されるんですか？違うでしょ。しかしそなたは賢い娘だ。いずれその素晴らしさを学ぶ時が来ることを信じている。やっぱそう、選択肢によってでも、自分に同意するっていうか、なびいてくれるから評価を上げるっていうのであれば、あなた間違ってますよ、やっぱり。巡礼者さん。何かの道を追ってる極めてる自分を知ってるっていう、それは傲慢だと思いますけどね。いつか必ずあなたの足を救いますよ、それ。足元救われますよって思うけど。そなたにもう一つ贈り物がある。私はそなたにエントロピーの素晴らしさを知ってもらいたい。この中には総和算出式で、総和算出式言えないんだよな。なんだよこれ。この中には総和算出式で暗黒物質を蒸留することで作成した特別な液体が入っている。ダークマターですか？ダークマター？これをそなたの釜に加えればカードを消去することができる。つまりカードリクリエイトができる。それはゲームシステム的にはありがたいんですけど、さっきみたいに有無を言わさずぶっ壊されるのは話が違うっつってんだろ。だからずっともう作者さん的にはわざとでしょうけどね、おそらくこの流れ的には。そうですね。なんか反抗的な方が好感度上がるのかなと思ったけど、なんかそんなこともないけど、でも今日贈り物はくれるんだっていう、なんかよくわからない展開になってきた。どうなんだろうな、うまくいってるのかな、これ。ただね、さらなるメタ読みを重ねると、反抗してくる方が面白いから、よくここまで耐え切って反抗してきたなっていう感じで、やっぱ最後になんかね、プラス100万ポイントとかになる可能性があるのかな。ゼロではないけど。そうすることで、そなたはそのカードの作成に使用したアルカナとエネルギーを回収し、新たな思考と成長の扉を開くことができる。へえ、それは興味深いな。大切に使うね。そう、自ら使うのと、強制以下略って感じなんですけど、そうだな。カードを使っていく中でいろいろアルカナに対する理解とかが深まってきた時に、あなたにもっとふさわしいソフィアを用意してあげるねってことができるよってことなんでしょうけど、まさかそのリクリエイトがこういう形で実装されると思わなかったな。破壊っていうか消去という形からでしか得られないの、やっぱちょっと胸にきますよね。特に我々はほら失ったものは返ってこないって分かってるので、そうですね。ね、大切にせずただ使うのだ。分かってる。エントロピーね。今のは形式的な返答というか、用いる言葉もまたエントロピーの力と無縁ではない。覚えておくがいい。わかった。ありがとう。どうだ？エイダーナの遺体を食して、その力を受け入れる気になったか？いや、全然ならないっすよね。ならない。全然ならない。ならない。逆にあなたへの適正反応がどんどん強くなっちゃってるんですけど、どれを選ぶべきなんだろう。考える時間が欲しいにすると、もうちょっと対話させてくれるのかな。でもそれをなんか全拒否しても、なんか先ほどの態度見てるとまたさーっと愛をそつかして去っていくような気もするし、納得いくものだったとはさすがに言い難いので、もう少し考える時間が欲しいというところかな。で、なのでもうちょっと巡礼者さんと会話をしたいですね。コミュニケーションを続けたいです。はい、ってなるとやっぱ一番下っぽくないですか？どうなんだろう。
はあ、もう少し考える時間が欲しい。残念だ。は？え？ジャスミンも失望するだろう。ダメだったの？は？なになになに、考える時間が欲しいだからか。ぜと言わなかったからってこと。多分そうですね。だから結局あなたは話し合いに来たとか、いいことを教えに来たとかじゃなくて、ぜと言わせに来てるだけですよね。で、よくない。そうですね。もうちょっと時間、しかしまだ時間はある。そなたはまだ若い。エントロピーについてもっと学んでみるがいい。了解。私はもう行く。は？待って。運命の司の円盤は？反応はあった？私たちは友達になれたの？私は友など持たん。結果についてはいずれわかる。そういうこと。じゃあ、仲間になる気になったら教えてよ。そなたもな。さらばだ、フォルトゥーナ。帰らないで。ちょっと待ってよ何これなるほど。ああいう感じなんだ。だから結局ジャスミンさんにも前回言いまくってましたけど、多分巡礼者さん自身がめっちゃ悪い人とかじゃないんですよ。ただ、物事を極めようとするあまり視界が狭まってて、己の成長を阻害してるのはあの人自身なんですよ。って思う。まあミレニアムのカードが出て、しかもそれを破壊しちゃいましたしね。破壊してなんかスタジオからスマがいっぱい並んで、もう本当にもう、まあ嫌いじゃないですよ。ただもうちょっと対話させてほしい。そうですね。いやーなんかね、結局カードエレメントを破壊するという、いろいろなものをくれたし、教えてもくれたし、話もしてくれたけど、でも 30% だったから、確率的には、怪獣成功とはちょっと言い難いかなっていう結果でしたけど、しょうがないっすね。だってカードこっち破壊する選択までしたのに、なんかね、微妙な反応だったからちょっと、納得しがたいところはありますけれども、はい。あそこで全部嘘で、あの人に従って、そうね、巡礼者すごいいろんなことを教えてくれてありがとうって言い続けて、嘘で得た友情は、友情かって話なので、我々にはでもあれ以上の選択はできない。かな、ちょっとね、ジャスミン側に別に、だって別に便宜を図るとか取り込まれたいわけじゃないから、ダリアさんのね指示をするためになんとか説得できないかっていう試みであったので、でもなんか厳しいな。はい。だいたい2回、最低2回ぐらい訪れるでしょ。多分また来るんじゃないですかね。だから多分その次にどれぐらい刺せるかだと思う。刺せるか、心に刺さるっていうことを言えるか。で心に刺さるってしんどいし怖いし痛いんですけど、必要な時もあるんですよ。これ差別が必要な時があるとかじゃないですよ。差別とか偏見とか誹謗中傷は全く必要のないものなので、それの話ではない。ただ真実とか現実と向き合う時の苦しみでとか、やっぱ自分が誰かを大切な人を助けられなかった時の苦しみとか、そういうところっていうとこですけど、なんか偉そうだったという感想しか出てきませんいやそうなんだけど、でもここはどうなんだろう。嫌いではないというあれなのかなどうします？
道を極めたいっていうか、まあ、そういう勉強家というか、野心家というか、そういうところはね、多分ね、フォルトゥーナさんとある程度ちょっと多分通ずるところがあるのはまあ間違いない。嫌いではないでしょ。嫌いではないですね。と思う、と思うけど。巡礼者というのは大した魔女だな。私、彼女のこと嫌いじゃないかも。私は彼女に共感したな。彼女には我々ベヒーモスだけが認識できる要素がある。そうなの？だからもしかしたら死後の世界とかじゃないですか。どうなんだろう。そういうことなのかな。わかんない。どうなんだろう。というと？あの目、あれは帳の向こうを覗いたものだけが得る目だ。冷静な恐怖を喚起させる目とでも言おうか。でもこのデッキの秘密を探り続けてたら、私もどこかの時点で同じ道に進むかもよ。どうだろうな。お前はとにかく頑固だからな。なんでよ。そんなことないでしょ。お前が熟達者としての風格をまといつつあることは確かだ。自分によほど強い自信がなければそうはならない。それはどうも。そして強固な自信は無知あるいは博識によって生み出される。お前がどちらかはまだ判断しかねているがな。面白いじゃないの。ところで、暗黒物質の液体はなかなかの貴重品だぞ。そう？ああ、お前が最初の頃に作ったカードには手探りで無垢な感情が含まれている。それはそれで素敵なことではあるが、お前の知識は日々高まり続けている。つまりより物事を理解した状態でアルカナを作り直せるということだ。試してみるといい。そこの釜に一滴垂らすだけでカードを除去し、それに封印したアルカナとエネルギーを回収できる。じゃあ、やってみようかな。この素敵なカードたちと別れるのは辛いけど。かもな。いずれにせよ、デッキのサイズを4枚以下にすることはできん。メタな発言。高まったお前の力を発揮するには少なくとも4枚のカードが必要だ。力を持つゆえの苦労ってやつね。ああ、そんなところだ。選択は任せる。なるほど。セーブ入っちゃった。セーブが入っちゃった。巡礼者さんへの対応が確定しました。お前がさっき出てくれてもよかったんだよ。宇宙の輪は削除できませんって書いてある。そう。だからさっき出て、宇宙の輪は削除できませんっていう選択肢を選ばせてくれてもよかったんだよ。確かに。いやでもそっか、四隅に4エレメントがあるのか、さっきの。部族のつぶやき、エアをめっちゃ回収できるのか、いや、されですね。微妙だけど、トランスヒューマニズム、血まみれの軍隊、お水のアマランサス、落ちたものの涙、ネクロノミコン。でも、遊戯王とかでも、今本当に遊戯王の話しかしてないの。占い師か本当に私はって感じなんですけど、遊戯王でもデッキの枚数って制限ギリギリまで減らさなきゃいけないんですよ。なんでかっていうと、求めてるカードが来ないから。求めてるカードをデスティニードローするためには、やはり確率を上げるためには、そのデッキ上限ギリ、例えばなんですけど、デュエルリンクスっていうスピードデュエルの方では、デッキは最低20枚で最高30枚なんですけど、30枚までもちろん積んでいいんですけど、デッキからカードをガガ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 って減らしていくようなもの以外に関しては、できる限り20枚に抑えないと欲しいカードが回ってこなくて、せっかく組んだ戦術も使えないっていうことがあるんです。だからこんだけ今たくさんのカードがあって、占い師的にはどれが出るかなとか、追加で質問したい時とかもあるから、枚数があるならあるでいいんですけど、っていうところかな。
欲しいか、なんかまあゲーム的に考えるか占い師的に考えるかっていうところですけど、どうしようかな。まあ今の考えで言うと、私トランスヒューマニズムだけはちょっとまあ失敗感があるっていうか、これカード出た時あんまりいい答え出たことがないので、私ちょっとメカジキをなんか何も考えず配置したんですけど、あんまりいい結果が出たことないので、ちょっとこれだけは削除したいかなという気持ちもあるんですけど、どうでしょうか。はい。そう、デッキを少し圧縮しなきゃいけないかもしれないので。そう、デッキ圧縮は大事ですよね。占い師デュエリスト。はい、私デュエリストなので。デュエリストですね。はい、そう。もうすぐ7月に発売されるゲームのね、とあるカードゲームの実況をしたくて、で、あと、烏丸さんも巻き込む予定なので、はい、ちょっと楽しみにしておいてください。はい、まあ、ただ、あと、じゃあ、これ消去するんだったら、バーテンダーさんのカード、でもカード何がくれるんでしたっけ？カード安しめにできましたっけ？バーテンダーさん使ったカード。ウイスキーサワーはウイスキーサワーで、まあ割と風も回収できるいいか、それなりのカードになってるから、まずは無理くりこっちを破壊しなくてもいいかなという気持ちだったんですけど。まあ、なので、こっちとさっきの破壊して、呪われたコーヒートーク完全版を作るのは、まあ、あれかな。もうあり。ではあるのかなと思ったんですけど、ただでもそうだな、出張呪われしコーヒートークもそれはそれで面白いので。でもこのバーテンダーの背景ってもう一回使えるんですかね？これを破壊したところで。アルカナとエネルギーって言ってましたっけ？ちょっとだから待って、シンボルとスフィアどうなるんだろう。シンボルっていうのが、これは欲望の扉がシンボルでして、おそらくね。で、アルカナがメカジキメカジキで、あとスフィアっていう背景舞台となるものがこのバーなんですよ。ちょっと怖いので、ちょっと検索っていうことをしてもいいですか？検索しなくてもミレニアムさっきあれしたじゃないですか。だからミレニアムの背景が使えるとかドラゴンが使えるかどうかで確認できると思います。でもミレニアムは破壊されてるからできないのかな。月石の精度復活した。スフィア戻ってますね。でスフィアも戻ってきてるし、あとその聖木のそうですね、聖木の杖が戻ってきてればシンボルも戻ってくるってことなので、ドラゴンも戻ってますね。そうですね、アルカナは戻ってきますね。で聖木杖もある。全部帰ってくる。よかったですね。さすがにまあ多分それを前提のゲーム設定だから一応は優しめに作られてるのか。まあショックはショックでしたけどね、すごく。ってことはあれか、やっぱちょっと一回なんだろうな、部族のささやきとかトランスヒューマニズム部族のささやきあれしたら今エアが得られるので、エアにもうちょっとこう、なのでちょっといくつかエアのカード作り直した方がいいか。これだけだとちょっとエアで作ってて、宇宙人と宇宙飛行士とか作りたいカード作れないですもんね。そうなんですよね。ちょっと上級アルカナとかを使いたいので、ちょっと枚数をちょっとずつ減らすか、まあでもちょっとそうですね、エネルギーの振り替えをしようかな。そうなんですよね。自分で自ら選んで、あなたありがとうって、また新たな姿になって私と一緒に占いしてねっていうのはいいんですけど、勝手に人のものを破壊するというのはダメ。ありえないですね、さっきの行為は。暴力です。あとトランスヒューマニズムはまあそうですね、さっき現実だとあんまり加速主義者とかが主張してることなんであんまりよろしくないかなというのはあるんですよね。なんかトランスヒューマニズムってまた出てきちゃうかもしれないですけど。いやまあでも多分組み合わせでは違うと思うので大丈夫じゃないかな。とりあえずはなのでちょっと意図と違うものになっちゃってるやつを、削除してちょっと上級アルカナ使ってちょっと組み替えるってなると、まあ
ちょっと今からカードクリエイトタイムに入ると思うんですけど、大丈夫ですか皆さんは。まあ、もうだいぶ前から入ってましたけど。でもでもカードクリエイトも面白いっちゃ面白いですね。人がどういうふうに作るのかっていうのは見るのは。というか、グレーテさんとグレッタ、今回ちょっと巡礼者さんの説得がちょっと半々ぐらいになっちゃったんで、多分、こっちの味方側の人と、グレーテさんをきちんと説得できないと、まあ、今後危うい気がするんで、ちょっとカードを強化したいですよね。そういう意味でも。はい。ちょっと時間すいません。今日時間かかるかもしれないけど、ちょっとトランスヒューマニズムいいですか、さっき言って。はい、とりあえずこれ消しましょう。で、まあ、部族のささやき、つぶやきをどうするかですね。でもあれから部族のささやきも削除しちゃっていいんじゃないですか。エアー。そうですね。ちょっとエアーください。すいません。はい。ちょっと。今までありがとう。はい。ありがとう。エアーをください。マジで風がなくて何も作れなかったから。そうですね。で、必要。ネクロノミコンどうでしたっけ？らいアホみたいに出てきてましたけど。ネクロノミコンどうします？でもこれは結構強力で言えば強力ですよね。まあでもなんか、いやでもどうだったかな。ネクロノミコン出てきた時になんか私が思ってるのとゲーム的な選択肢の内容違った気もするけど、そんなに独々しかったですっけ？でもなんかネクロノミコンめっちゃ出現率高かったですよね。どうなんだろう。ね、とりあえず取っときます。どうなんだろうネクロノミコン。置いときますか。とりあえず。ウイスキーサワーですね。どうします？優しくできてましたっけ？それならあれですけど、まあでも呪われたコーヒートークです。いやすいません、呪われたコーヒートークっていう単語が好きすぎて。まあ呪われたコーヒートークにしましょう。はい。面白いですね。さようなら。まあそうですね。でもやっぱ多分もうちょっとだからコンセプトを合わせた作り直しができるっていうのは助かりますね。まあゲーム的にもそうですし、読む側としては、ただ私のね読んだ解釈がゲームに反映されるかというとそうじゃないのであれなんですけど、今ジャスミンさんの死が残したっていうのもあるので、お大草原とか、まあとりあえずでもそうですね。作っていきますか。作っていきますか、はい、呪われたカクテルバーに、バーテンさんを、あらゆる種類の人間を痛み祝福してきた男、呪われたコーヒートークを。コーヒートークです。はい。呪われたコーヒートークに何つけます？エアー系か、なんか、水系か、メカジキはダメだ。でもやっぱ、でもなんかメカジキの酒でしょ？でもメカジキの酒でいいですか？もう作り直しますか？そっか。じゃあ欲望の扉はあれかなだったのか。ちょっと私が逆に見てたな。なのでもしくは前回バードダンサーの時に使ったそのなんか悲しみの涙みたいな、苦しみの涙。でもバードダンスは削除しないとあれは作れないですよ。なのでただそのバードダンサー優しくできたので、あれはちょっとそうですね。案外カード美しくできてるので、そうですね。なのでまあメカジキの酒でも面白いけど、メカジキがまただからまあ第1回配信で皆さんねメカジキ出てきてめっちゃね面白かったと思うので、そんな感じでやっていこうかなと思います。はい。ということですね。素敵なバーテンダーですが、ですね。これをこの辺に、そうですよ。でも背景、そっか、背景を後ろにできないから、そっか、あれか。そっか、そうなのか。バーテンさんはなぜかそのバーのバーテンダーの外にいなきゃいけないんですね、この場合だと。バーカウンターにいないんだ。バーカウンターにいないんだ。バーに飲みに来てる誰かとかでも面白い。いや、でもやっぱちょっと我々呪われたか。やっぱカラスマさんがね、コーヒートークの実況なさっておられたので、やっぱちょっとね、見たくなる。そうですね。で、あれですよね。コーヒートーク東京で出ましたね、とうとう。そうですね。それ、もう発売したんでしたっけ？そう、なんかやってる方いらっしゃったと思う。見つけた気が。コーヒートーク東京は実況したいですね。はい。まあ以前ね、コーヒートークというのを実況しておりますので、よかったら皆さんもチェックしてみてください。はい。
いや、鎧役、呪われたコーヒートークを作成することができる。とうとうお酒を出さないって言ってたけど、お酒を出すところになりましたね。今回はね。はい。いや、でもこれあれですかね。置くシンボルの数によっても強さ変わったりします？変わるのかな。あんまり喫煙には反対だからそうしとこう。あれしてそうですね。まあ、一応タバコ自体は、まあ、その魔除けになったりする時もありますけど、副流煙の害がありすぎるので、そうですね。よっぽど、時と場所が、ね、ない限りは、やっぱなんだ。お待ちしておりますということでありがとうございます。ちょっといつになるかわかんないですけど、実況はしたいなと思っております。呪われてない方のコーヒートークを。そうですね、そうですね、カラスマゲーミング視聴者にしかわからない単語、呪われてない方のコーヒートーク。はい。でもそっか、左手をだからなんか一番下にあるようにの左手にしたら何か瓶またそっち持たせることもまあできるのか。面白いな。そうですね。そうしたら何か持たせられるけどどうするのかなと。腰に手を当ててるのもいいですけど、だからそっちにグラスを持たせるとかでもありかな。どうなんだろう。でもグラスは注いでるから、まあ別に両方とも持っててもいいのかな。そうですね。悪い客が来たらこれを振りかざすことで。アイテム数は関係ないんだ。まあでもそうですね。そんなこと言い出したら多分画面中全部シンボルで埋め尽くすってことができちゃうようになっちゃうからね。そうですよね。なるほどなるほど。ありがとうございます。なんかピキプレ助かる。助かる。ということで呪われたコーヒートークが割と完成したのか、これで完成と言っていいのだろうか。はい。ついにですね、誕生いたしました。人とか酒は左右反転できると思います。多分一番クリックし選んで反転、反転ボタンを押せば反転できます。反転します。はい、反転できます。反転した方がいいと思います？どうなんだろうな。反転した時にでもメタ的なこと言うと合わせの方向が変わるので、まあ別にいいけどどうなんだろうな。でも面白いですね。やっぱカードクリエイト面白いな。お酒を注いでほしいっていう感じのあれが多いのかな。そっか、なるほど。やっぱバーテンさんにね、カクテル作っていただきたいっていう。いや、それはそう。それはそうですよね。で、そっか。で、左手に持ってるグラスに注ぐ感じがいいですね。いいなぁ。左手で、そっか、グラスを持たせて。そうですね。左手にグラスを持たせれば、一応注いでるようにできる。はいはいはい。いや、いいな、いいな。いいな。楽しいな。そうですね。後ろに酒瓶置いときましょう。まあお酒もね、きちんと付き合い方を間違えなければ素敵なものっていうか、まあよく使えるものなので、両方要領を守って時と場合を守って、あと先日北九州での痛ましい事件から20年だったかな、何年だったっけ、飲酒運転、福岡市職員による飲酒運転で乗ってた車のお子さんが3名犠牲になってしまって、ご両親が残されてしまったっていう、痛ましい事件が先日ニュースで地元ニュースであっておりまして、で後からその、お子さんが生まれてるんですね。でもなんか子供産みやがってみたいな感じで謎のわけわかんねえ誹謗中傷を受けて地元に住めなくなってしまったんですね。その被害っていうか、そのお子さんたちを失ったご家族とかが心を病んでしまって、だからなんで誹謗中傷するのかマジでわけわかんないんですけど、私には奴らの考えてることが一切わからないので、まあ分かりたくもないですけど、まあだから
飯塚幸三とかの件と一緒ですよね。その松永さんを誹謗中傷する輩がたくさんいたっていう恐ろしいことがねありましたし、それと一緒っていうか、だから本当いろいろ、まあお酒って楽しいっていうのは否定しないけど、やっぱそこをしっかり守れないならば飲むなと思う。まあっていうか、だからお酒が悪いんじゃなくて飲み方が悪いっていうところですよね。まあタバコもそうですけど、だから結局未成年の前で吸わない、喫煙所でしか吸わない、分煙きちんと守るっていう、で吸い殻ポイ捨てしない、歩きタバコしないっていうところなので、私が喋ってる間に烏丸さんが素晴らしいものを作ってる。はい。まあなんかとりあえずうまく持たせられないけど、とりあえずはまあこれで、はい、やってみましょう。やっぱ我々メカジキ好きですね。やっぱいいですよね、メカジキ。結局メカジキが配置されたという。はい。ということで、メカジキの能力がっていう、レッドストリングスクラブ。おー。フォルトゥーナ聞いているか。彼女たちの魂を覗くんだ。様々な種類の愛を目撃するバーテンダーは隠された感情に触れることができる。メカジキの酒は真実をもたらす。水のエネルギーの氾濫は隠された可能性を解放する。対話、平和、憧れ、情熱、力。いいカードですね。やったいいカードできた。よかったよかった。嬉しい。で、8か。だいぶ減りましたね。10まで作ってたでしょ、だって。そうですね。ね。で、あと、そっか、風で。何かいい感じのやつを作りました。エアーでやっぱりそのいい感じのやつ作らないとまずいっすよね。だから、魔法の郵便局使いますか。はい。いきますか。で、郵便局はハーピーですよね、多分。今のところ出てる限りはそうかな。だからハーピー使って、まあ介護者とかも魅力的だけど、郵便局とハーピーで、あと、エーテルの翼か。風そう、ハーピーに風がなかったので、他に何かあるかな。特にはなさそうかな。やっぱエーテルの翼美しいかな。を作ると、おー。なんかすごくブルーとかグリーン系でまとめられた美しい感じに見える。なんかいろんな時空とつながってるって感じなのか、横のその宇宙みたいな感じで穴が開いて。面白い。面白いですね。で、ハーピーにはやっぱり翼をつけてっていう感じですかね。そうですね。やっぱ有力人種っぽく思うんですよね。それハーピーのあれか。それがハーピーの一応羽だったりするのかな。そうですね。足についてたりだとか、小さいのがね、耳になってたりだとかも素敵かな。いろいろ。なるほど。これはこっちにした方がいいかな。おー、いいですね。素敵ですね。空に羽ばたいてますね。いいですよ、いいですよ。それは左手に持たせられませんかね、杖。でも手紙持たせます？どうしようかな。手紙持たせた方がいいんじゃないですかね。手紙運ぶ人だから。で、そうですね。まあ、羽もう一個つけておこう。ね、なんかたくさんついてるけど。いいですね。はい。やっぱ、羽はあればあるだけいいですからね。美しいですよ。やっぱ羽ってモチーフ私も大好きなので、つゆいっぱいすごく好き。なんかね、要素だけでも素敵なカードですよね。だから、この魔女のね、宅急便みたいな、このカードね、エアがなくてずっと作れなかったので、はい、念願のハーピーを作ることができました。ありがとうございます。はい、ということでやってみましょうか。これは、さて、どうくる？どんなカードか。古文。古文、魔女の古文ってこんな感じなの？魔法の郵便局は情報の流れを操る。ハーピーは正義を体現し目的をもたらす。エーテルの翼はアルカナが誰もが視認可能なものへと変えている。空気のエネルギーによる竜巻は運気を刺激し予期せぬ結果を招く。指導、目的、正義、宿命、運。いいですね。だから古文、だからいろんな情報が集まる、っていう意味でやっぱ古文。
まあコミュニティに情報を届けるということなので、やはり公文っていう。なるほど。まあハッピーがその魔女の使い魔っていうことだったので、でそうですね。でなるほど。でも嫌なカードは嫌なコメントはなかったので。そうですね、なかったですね。まあ、予期せぬエネルギーを招くとは書いて結果を招くとは書いてありますけど、その予期せぬ結果必ずしもショッキングなことでは絶望することではないので、まああととりあえず何が残ったか見ときますか。とりあえずあとエアーが5しかないんだけど結局エアーが足りなくなるのはどうしてですか。いやだってエアーのカードばっかり作ってるからであと星の恋人使いたいんだよな。黄金の吹き手作れば、黄金の吹き手ね違うな、宇宙飛行士だな。宇宙飛行士でもギリギリ作れるけど、いやでもどうしようかな。でもちょっと待ってよ、宇宙飛行士を作りたいってなると宇宙飛行士に絶対マントつけたいじゃないですか。そうなんですよ。そうマントは、エネルギーが不足していますだから待って、ということは待って、スフィアから風のあれを抜けばいいんじゃないですか。スフィアから風のあれを抜いて作ってみます、まあ確かにスフィアから風のあれを抜けば大犬がでもあれ怖いからな。どれが怖いカードなのかが分かんない。宇宙っていうとこの聖堂か、でも聖堂風ですかね。いや土。違うか。これでもありっちゃありですけど、でも翡翠の匠もねあるはあるので、そっか。であと解析で使ったエネルギーは返ってこないから、なるほどなやっぱ解析しすぎるのも積むのか。解析はしなきゃ方がいいと思いますね。そうですね。前回1回だけしたと思うんですけど、もうちょっとだってエネルギーの余裕ないからないですね。まだまだクリアしてないからいかんともしがたいので、そうだな。月石の聖堂にたどり着いた宇宙飛行士面白いっちゃ面白い。そうですね。せっかく月石の聖堂を回収したから、これをもうちょっとねエアー寄りのカードにするってなると、宇宙飛行士とこれかマントですね、くださったやつを土とエアーで半々ぐらいのいいですね。でもなんか割と感じよくないです？いや、私好きです。上の方の月のあれが好きなんですよね。下らへんどの辺どこだっけな。なんか、でも、でも聖堂ね、その月とかの衣装は美しいんですけど、やっぱなんか宇宙飛んだ、そうですね。やっぱその辺がいいかもしれない。ちょっと聖堂らしさはあんまりないですけど、宇宙飛行士にはぴったり。そうですね。かな。これ消せないんだ。ってことは、マントは、はい。ゴミ箱マークをしてもダメです。ダメですね。消えない。じゃあやっぱ入れなきゃいけないのはある程度決まってるのか。だとしてもやっぱマントを。そうですね。マントはマントで。そう。着せてもいいんじゃないですか。複数持っててもね。頭もつけてですね普通に、はい。でちなみにこれをそうか、その骸骨にもできるってことか。骸骨の頭にもできるってことですね。けどこの宇宙飛行士さんの目が上を見てて追い求めてる感じがして好きなので、ね。だとこれ蛾っぽく見えるけど、一応蝶って変化の兆しとも呼ばれておりまして、なので冥王星の死と再生、破壊と再生、生と死とかの象徴であるんですよ。なので蝶が現れると変化の象徴、多分それ首に巻いてそのマントを首に巻いてるみたいな感じになるんじゃないですかね。くるっと回してそういうことか。多分首のとこにつけたら多分そんな感じにしたら、こんな感じでこれを前に出すってことね。前に出すか。なるほど。多分なんか、首に巻いてる感じかな。マントを首に巻いてる形とかになるのかな。
うん。うんうんうん。っていうことですよね、いやーおそらく。うん。これが、こういう今首外してるけど、こういう状態だから、だからこの、そうですね。マントを羽織って、首のところで結んでるみたいな感じになるうん。と思われる。うんうんうん。うん、正いや直これの意味がやっとよく分かってなかったんだけど、いや、うん、いや、私も唐沢さんがうろうろさせてくれたので、なんとなく分かった。ああ、あれかと思って。そういうことかと思って。うん、いや、なので、蝶って変化の象徴なので、うん眉、やっぱこう、さなぎになって、幼虫からさなぎになって羽ばたくっていう、その過程がすごく神聖視されてるというか、まあ、なので、蝶、まあ、っぽいですけど、そうですね。いやでも、まあ、いろんなね、種類があるので、特に宇宙でね、こうやって飛べるのはいないから、それ何なんだろうな。これは一体何ですか？頭に生やせる。これは何なんでしょうね。まあ何かしらの、あれかな。なんか意味がちょっとよくわからないんですけど。HDD ドリルにしないでくださいね。HDD のやつ。何かしらこう。あ、こんな感じで肩につけてもいいのかな。かな。うん。ああ、なるほど。なんか肩のアーマーっぽく見えますね。なんとなく。確かに。じゃあそれもあれか。これも、なるほどね。こんな感じでつけると、まあ、全体がマントが翻ってるように見える翻ってるように見えるっていうことかな。うんうんうん。少しずらして月に手伸ばしてる感じにします。それともやっぱ画面外の見えない何かに手を伸ばしてる今の方が素敵かな。どう思います？いや、でもまあ、月でも。でもやっぱ、でもそうですね。さっきの画角がやっぱいいかもな。うん。そうですね。ちょっと上にやっぱ、これ美しいですね。すごい綺麗なカードだ。はい。普通に欲しいな、このカード。なんか素敵なカードになりましたね。ですね、宇宙のですね、方から、魔女の方からもらったですね、マントも作って、はい。まあ、そう、絆のマントなので、多分強い何かを持ってる。はい、ただ、エイダンナさんとかから押し付けられたアルカナはちょっと、怖い。怖っぴ。はい。ということで、宇宙飛行士を作成します。はい。Gods will be watching。月石の聖堂は悟りへの門を開く。宇宙の探索者は文明の衣装を担う。宇宙飛行士の世紀の衣は目的と発見を生み出す。過剰な土のエネルギーが不動性を生む。不動的なカードになっちゃった。でもまあミレニアムの代わりになるか。決意、正当性、導き、発見、幸福、誘惑、無関心、停滞。やっぱ風によって心が揺れるって考えたら、風と土の中間のカード的なカードですね。はい。まあ、月石の聖堂が多分だいぶ土のエネルギーが強いってことなんですね。つまり、おそらくですけど。まあ、そうですね。で、神殿は動かないので。ということでカードを作成させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。多分大丈夫。優しいカードになったと思うんですけど、なので、白旗のカードがね、もうちょっと我々が持たせたい本当の意味とは違う用途になっちゃってるので、悲しいは悲しいんですけど。でさてどちらを先に呼ぶべきでございます？まあグレーテさんですよね。っていうかテアさんですよね。だからテアさんも本当は味方につけたいですけど、実際どういうお考えなのかわからないところがあるんで、まあでも宇宙飛行士のカードとかテアさんに相性良さそうじゃないです？そうですね。なのでそういう。でもそっか。ミレニアムテアさん占った時にミレニアム出てましたもんね。そうで、あんまりいい結果にならなかったので、はい。このなんだろうな、このカードのミレニアム、確かこの仕事をしていて私はどうなりますかみたいな時にミレニアムが出たので、まあ、月石の聖堂が最低者の、その最低期間がある場所っていうことが分かったので、まあ、そこでだから昇進するよだったり、
もしくは一生そこから出られないって意味かもしれないっていう感じだったりしたカードをリニューアルしたところでお迎えするっていうのは確かにちょっと面白いですね。そうですね。いいぞ。はい。ということで呼んでおきましょう。久々というか枝屋の時も一応登場したがテアさんです。そうですね。テアさん冒頭に来てね、とんでもないお知らせをしてくださりましたからね。はい。こんにちは、フォルトゥーナ。ご機嫌いかが？こんにちは、テア。私のことより悪い知らせってのを聞かせてもらえるかな？ああ、そうですか。あなたの占いが当たり、私は魔女を逮捕しました。そしてその魔女は、あなたのお友達です。グレーテさん作ったのに逮捕されちゃったの？ってことですか？うん。残念なことではありますが、グレーテは魔法条約に違反しました。最低期間としては、ベヒモスの召喚を見過ごすことはできず、私はグレーテを逮捕しました。グレーテが、そんなのひどすぎる。そんな、これ、私のせいだ。なぜです？あなたもベヒモスの召喚に協力したのですか？そうじゃなくて、私の占いが関係してるってこと。でもそれは、あなたのせいではないでしょ？それは、どうかな。フォルトゥーナ、どうか自分を責めないでください。あなたにはわからないよ。何がわからないのです？何か私に話していないことがあるのですか？ありますね。いっぱいある。いっぱいあるけどエイブラマーさんのこととかいっぱいある。エイブラマーさんのことはめっちゃそう、だし、死後のエイダーナと開口したこともおそらく、多分知らないでしょう。でしょうね。でやっぱテアさんからの信頼を裏切ることになるとは思うんですけど、でももう、でもだからといってエイブラマーを呼んだよっていうわけにはいかないですね。ので、でやっぱあなたは魔女を逮捕するっていう占いは確か他の選択肢がひどかったからこっちしかないよねって言って選んだやつでしたっけ？どうでしたっけ？それとも一つしか出なかったのかな？そうやって何でも書き込むのやめてよ。私を一人にしてお願い。わかりました。ごめんなさい。最後にグレーテからこれを預かっています。あ、ゲイテリアン。恐怖はしばしば誰かを傷つけることをできずに宇宙をさまよう。誰かに呼び込まれ古文全体の恐怖となるまでは。土と火のカードか。いやー、これはでもこれめっちゃ強いカードでしょうけど、そうですね、ちょっと使いどころが難しいけどお手手がすごく綺麗ですね。そうですね。これは解説すると、グレーテさんに取り付いていた、ベヒモスですね。はい。です。はい。グレーテさんとの表情にこうしてニコニコしてたので、なんか悪いわけではないんでしょうけど、そのやっぱ恐怖って無邪気ってだったり、こういう存在って無邪気だったりするので、なんか何もわからない子供が腸を潰すみたいなのこう言い方っていうのがよく使われると思うんですけど、多分もしかするとベヒモスの中でも、年若かったり、なんかちょっと、なんかベヒモスもいろいろ成り立ちがあるのかもしれないですね。ただ恐怖っていうのは何も知らないから怖いんですよ。知っちゃえば怖くなくなるものが9割なので、なので一応
フォルトゥーナさんは魔女とベヒモスの共生を予言してるので、占いなんですけど、まあこの人のは予言なのであれなんですけど、なのでおそらくは良くはなるんでしょうけれど、だからあとはグレーテさんのメンタルが最低期間にいる間におかしくこう錯乱したり不安に駆られすぎて落ち込んでしまって心が壊れてしまわないか、だからグレーテさんのメンタルの強さにかかってるっていうところかな。助け出すためにもまあ受け取ってはおきましょう。それでは失礼します。その報告だけなの？ひょーん。多分これ先に読んどくか読んでないかでグレーテさんの話題にとって、ダリアさんが長になったらまずベヒモスとの関係とかを、きちんと洗うっていうことに改めてしっかり共存していくとかっていう、禁止なのは何でもかんでも禁止にすればなくなるわけではないっていうね、臭いものに蓋をしたところでそこに存在すると。でしかも臭いものって言ってるけど本当にそれが臭いものかどうか考えろっていう話、お前らが勝手に臭いと感じてるだけで実際にはお前らが虐げている何かっていう話もねあるので、そうだな。なのでということでですね、まあそしたらダリアさんがねてめに目をかけている新人さんをこっちの強力な味方に引きつけておく必要が出てきましたね。いや頑張らないとこれやばいですね。どういうやつなんだろう。それは本当まあダリア派の人だから大丈夫だと思うけど、まあなのでこう弱い、本当にまだ使い魔を持っていないっていうことなので、何かしら導いてその方に使い魔だったり、なんかこの方がすごくダリアさんにとって強力な、カードになる可能性があるっていうところかな。どうなんだろう。でさっきもらったゲイテリアン使ったカード作っとくべきなのかな。でも今なのかいいっていう。なんかあいつやっぱ扱いちょっとまだ難しいですね。だって土だし、やめた方がいいと思います。バランス悪いので。やっぱ、であとなんであなたベヒモス持ってるんですかってなるのか。でもあれかな、だからいやそうですね。ちょっと今のだいぶ優しくなった新デッキを試してみる時が来たかな。そうですね。エアーとかのカードがぜひ出てほしいなと思うので、まあ呪われたバーテンダーかもしれないけど。ということでそれに期待して、ちょっとダリアさんの新人を呼ぼうと思います。何このシーン？人間だった時代ってこと？ね？今操作できてないです。なんで突然別ゲー始まったんですか？いやわからない。それともあれかな、この新しい魔女がどうやって覚醒するかなのか。ここクリックできる。これクリックすればいいのか。クリックしてみます。はい。うわ、俺見た目やばいな。食欲もないのになんで買い物なんて言ってるんだろう。まあ後で酔っ払った時に言っといてよかったって思うかも。このエレベーターの中にいる人ってことかな。なんでこれ3つに分かれるの？今日は俺の誕生日なんだよな。ケーキでも買ってくるべきだったかな。ホットドッグにろうそくでも刺してみるか。ははは。どういう話なんだこれ。だってダリアさんの方ねクリックしただけですよね。デネーションはいつ新作を出すんだろう。ホットラインマイアミ。有名なゲームですね。3が出てから相当経ってるけど、ドラゴンリング2をもう一周やるかな。私はプレイしてません。そもそも毎朝起きる意味ってなんだろう。人生なんて無意味なのに。っていうか俺の存在自体が無意味だわ。なんで自分を憎まずにいられるのだろう。無意味無価値なわけではないんですけど、自分を憎まずにいられる手法は私も知りたい。人間いるだけで価値はあるので、お前なんか価値がないって言われたり思ったりすることあると思うんですけど、それはね気のせいだし社会とか権力者にそう思わされてるだけなので、価値は疑わな
くていいんですよ。てか逆にあなたが自分の価値を疑うということは他者の価値を疑うのと同義なので、っていうところにはなるので、まあちょっとずつね、そこは、まあ私も実はね、あんまり自分の価値とか存在をこう全肯定いきなりでにっこりしながら言えるかって言ったら、なかなかやっぱ一瞬ガクって止まっちゃったりするので難しいところではあるんですけれど、ただそうだな、自尊心の低さっていうのは、まあ、逆にやっぱ教育って自尊心を育てるんじゃなくてメタメタに破壊しに来てるじゃないですか、社会もそうですけど。だからやっぱ自分を憎まずにいられる方法っていう、でもそこにやっぱ目がいってる時点でこの方は本当は希望を持っていきたいんじゃないかなって思うので、助けられてほしいけど、なんでこんなに不穏なんですかね。ああ、散漫な思考をクリックさせる表現なのか。なるほど。そうですね。なんかぼんやりいろいろ考えてる、こうごちゃごちゃってしてる思考が今散らばったってことか。なるほど。それに気づくのもすごいな。ホットラインマイアミは2しか出てないので別世界ですね。はい。大学を辞める勇気があったらいいのに、コンピューターサイエンスなんて好きでも何でもないし、オフィスで働くくらいだったら死んだ方がマシだ。むしろ全く働きたくない。そうだ、働きたくない。存在自体を消そう法があればいいのに。この身体に閉じ込められているだけではなく、ドームを出て逃げることさえできない。ドーム時代の前に生まれたかった。地球がドームに囲まれてるからかな。また新しいスーパーバクテリアが誕生して人類を一掃してくれればいいのに。まあなんかだいぶ悩んでるな。俺は悪運が強いからきっと生き残るだろうけども。やっぱこういう破滅的思考をやっぱ咎めないといけない反面、拒否はしちゃいけない、そういうふうに思っちゃう心ってだいぶ弱ってるので、そうですね。やっぱだから寄り添わないと。はい。そうやって言ってるけど弱い人が巻き込まれてしまうから、そういうことを言ってはいけないっていうのは、それはそれで正しいんですが、そう言わないと今を生きていけないぐらい何も信じられない方に、じゃあ別のどういう言葉とか概念とか救いっていうか、まあ希望、何かを提供できるかっていうところすごく難しいところですよね。バカ連中は俺の誕生日を祝おうなんて言ってこないといいけど、誰も会いたくないし。でも誕生日終わってくれる仲間は。トイレットペーパーを忘れた。なんかいきなりパーティーしようとしてる。ありがとうございます。じゃじゃーん。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディア。レッドネーム？トランスジェンダーの方じゃないですか、これ。やべ。レッドネームってそうでしょ？そうですよね。ハッピーバースデートゥーユー。言われたくないこと。いや、で、さっきの言葉に加えてなんですけど、非差別対象の方が世界の破滅を願うのは、やっぱり咎められないと思います。はい。嫌でしょう。はい。だからといって許可はできないですよ。でも、その方も本当に世界が消えてなくなれと思って言ってるわけじゃないですよ。こんな差別だらけの世界終われって思ってるんです。正しくはね。いやだからそこまで拾い上げなきゃいけないってあげなきゃいけないの周囲ってなるけど、こうやってデッドネームで呼んだり苦しめてるんだから、その義務はありますよ、周囲に。でしかも善意なのが怖いんですよ。悪意だったら突っぱねられるでしょ。仲いいと思ってるし、なんかこうちょっとあいつはなんかダウナーなところがあるけど本当はいいやつだからさ、俺たちが一緒にいてあげないといけないよなっていう感じで集ってるのかもしれないですけど、デッドネーム、だから打ち明けられてないのか、どっちなんだろう。でも何にしたってデッドネームで呼んでくるのはこのままあれです。これちょっと待って。すいません。マカさん読みます、ここから。それとも私全部過去編読みます？いや、
やっぱ一度当てた声を変えなくていいといや、思うので。そうではない、そうですけど、なんだろう。まあ、案とかもじゃあ全部私読んでいいですか？そうです。そっかそっか。すいません。はい、そうだ。全部読んいや、でいいです？烏丸さんの喉が死んじゃう。私が読みます、じゃあ。いや、それでいいんじゃないですか？二人で、二人であれしましょう。なので、ここに出てきた、今、レジ袋持ってる方は引き続き、烏丸さんが声当てていただいて、はい、あとは、交互にとりあえず今回交互に読みますか。まあ、現代編っていうか、こっちに出てきたらまたちょっと変更っていうか、考えましょう。はい。そうですね。はい。誕生日おめでとう。驚いたでしょ？いや。ほら、願い事して。願い事は。口に出しちゃダメよ。叶わなくなるから。そっか。それじゃあ。なるほど。そのまま来るんだ。でも、調整できたってことは、一応、定義的には女性ってことになるのか。このゲームの魔女の定義って女性なんですよ。何を女性と指してるかちょっとわかんないんですけど。なるほどな。やっぱ、口に出せない願い。出さなくていいのと出せないのとではだいぶ違うので、なんかもう苦しみは私には想像がつかないほどの苦しみの中生きてこられてる方、その年齢まで生きてくださってありがとうの気持ちではある、本当に。そうですね、フォルトゥーナさんとパトリスさんとエヴァさんが乗ってたキッチンカー、そう、トランスジェンダーフラッグの色だったですよね。みんなでキャッキャ嬉しいねって言ってたけど、まさかここの布石になってるっていうか、本当にトランスジェンダーフラッグカラーだったのかなの糸だったのかな。どっちにしろすごいですね。ここにやっぱちゃんと言及できるっていうゲームすごいな。いらっしゃい。私はフォルトゥーナ。よろしくね。あなたの名前は？なるほど。だからか、デッドネーム以外の名前を持ってないからわからないんだ。だから名前はないんだ。己を定義する名前すら持てないんだ。なんてひどい。やっぱ名前ってくさびってさっき言いましたけど、やっぱ名前って大事なんですよ。私も音花風花ってつけるときにめちゃめちゃ悩んだんですよね。いろいろ乙女座のでオツで、花が乙女座の地のエレメント指してて、風花、私風が好きっていうのと、天秤座が風なので風花で、歌も好きだし、歌は風なので音花風花っていう風にしたんですけど、だからそうやって名前にも願いこもってるので、こういう風に特に望んで自分でつけられる場合にはね、でもそれすらもわからない、自分で自分に対してどう名付けるかわからないっていう苦しみですよ。やっぱでこういう方たちを受け入れる器になれる可能性をダリアさんはやはり見出してるってことでしょ。魔女、たくさんの魔女を。じゃあやっぱり今いる魔女たちが強くなればいいとかわけわかんないこと言っちゃダメだよって、やっぱ進めれば進めるほどダリアさんが正しくなってくんだよな。もうジャスミンさんが悪いわけじゃないんですけど、今もうこれすごく今大事な局面を迎えていると思いました。ですね。それならそれで。まだ状況がよくわかっていないでしょうしね。どうしましょうかね。はい。
はい。すいません。魔女の声はね、風花さん担当するということだったので、ちょっと風花さんに、読んでもらうことにします。はい、お願いします。はい、彼女の苦しみを私が踏めるかはともかくとして寄り添えるように頑張ります。はい。そうだな。自分は宇宙にいて、しかも、魔女になった？その通り。あなたは魔女なのよ。どうして俺は女だと思うわけ？魔女になれるのは女だけだもの。だから間違いない。ですよね。我々がミスジェンダリングしてることを一瞬ただ言っておいて、一瞬ちょっと今悩んでたんですけど、それはないよなと思ったので。いや、ちょっと待って、どっちだろう？逆ですか？トランスジェンダー男性ではないですか？いや、逆ですよ。だからトランスジェンダー女性ってことかな。女性ですよ。だって魔女になれるのは女性だけだから間違いないですよね。間違いない。よかった。難しい。いや、よかったっていうかあれですけど、はい、ちょっと我々がすいませんね、知らないので今相談しながら、ちゃんとね、きちんと人を傷つけないように実況していきたいなと思ってます。はい。はい。いや本当にでもやっぱ男と女だけしか今考えてないでしょ。まあシステムとか魔女のその言われの伝説もあるけど、でもなんかやっぱ苦しいですね。だからこそこの問題に向き合おうっていう気概を今感じてるので、このゲームの。しっかり向き合いましょう、我々も。はい。なんだかみんなの方が俺についてよく知ってるみたいだな。こっちはまだカミングアウトすらできてなかったのに、みんな俺が女だと思って話しかけてきて。ごめんなさい。むしろ男性として扱われた方がいい？なわけない。だよね。いや、ごめん。ただ、自分の意思でやれなかったことに苛立ってる。あなたには永遠の時間がある。これからいくらでも本当の自分を楽しめるよ。ということで、やっぱ、魔女の皆様は、はい。トランスジェンダー女性をちゃんと女性だと当然認識してるっていうことでしょうね。まあそれ保守的な魔女たちがどう考えてるのか知らんけど、少なくともダリアさんはこの人は魔女だから、彼女を何とかしてあげてくれっていうことをフォルテューナさんに依頼してきたというのが、そうですね、自然な流れですよね。はい。一切全部そう言ってありましたもんね。そう。全部彼女とかってあの子って言ってたので、なるほどね。代名詞も間違ってない。さすがダリアさん。いや言われますよ。人間ってまだ遅れてるのねって。トランスジェンダー女性は女性よってフォルトゥーナさんに言われちゃうかもしれませんね。はい。変わろう社会。喜ぶべきなんだろうね。とはいえ実際の自分は未だにこの汚いひげ生やしてパーカー着てるわけで、なんかやっぱごまかそうとしてるのかな。そうですね。おそらく意図的に男性的な記号をつけてたの気がしますよね。おそらくこの方の場合。やっぱ、最初ドット絵だったからよく分かんなかったけど。まあそうですね。まさかこういう風な流れになるとは展開になると思わなかった。普通にモブだと思ってたので、私が読んでたんですけど、モブとエイブラマー担当なので読んでたんですけどいやでもそうですね。なので今そう、はい、我々は彼女に敬意を表したいので、そうですね。それについては力を貸せると思う。メイクでも施してくれるわけ。というより変身かな。私はそれを導く手助けをする。私たち魔女はみんな似たような変身を経てここにいるのよ。でも考えたらフォルトゥーナさんだって、今は第3の目までついてますけども、おそらく、人間から召精した時に今の姿になっ
ってるってことは、何段階か変身したとか、なんだ、服装変えただけじゃなくて、何かしらの処置はしたのですかね。魔女体になるというか。まあ、なんかどこが魔力の源かとか、なんか、髪に魔力が宿ってるってするのは、ネイティブアメリカンの方々が確かそうだったかな。精霊を下ろすときに髪のがうんたらだったと思うので、で、そういうことなのか。変身けど一応、イブラマさんのジェンダー男性なんですね。別に間違ってなかった。別にどっちでもいいんだけど。そうですね。なので、ジェンダーが作者さんによって明記されてる場合にはそれに従ってもいいし、もちろんファンアートとしては全然従わなくてもいい時も、自分はこの人をこう描きたいもね、もちろん当然ありなので、あれですけど、そうね、変身か。服装とかもそう、自分が望む姿ってことですね、なので。多分そうですね。フォルトゥーナさんの今の姿、服装、やっぱ服とかもだから、ローブというか、魔法の1アイテムってことなのかな。最初からこういう素敵なローブとか帽子をかぶってたわけじゃないってこと。俺はエンジニアだから、服をデザインするとか苦手なんだけど。大丈夫。絶対うまくいくから。じゃあ、儀式を始めようか。私は自分の姉にもこの儀式をやってるから、とにかくリラックスして。これは魔女にとって記念すべき瞬間なんだから。そっか、パトリスさんもそっか、復活した直後にフォルトゥーナさんに会ってるから。でしたね。そういうことか。前回の配信参照。じゃあ、任せる。よくわかんないけど。まず最初に、運命の司の円盤を召喚して、儀式の成功確率を確かめるね。成功確率？つまり失敗することもあるわけ？失敗というより、あなたが魔女としてのアイデンティティをつかむのにより時間がかかるって感じかな。でも、遅かれ早かれ、その時は訪れるから。今 14% しかないの。厳しいな、結構。これ 90% 以上に上げないとなんとか頑張りましょう。多分、そう。今までの積み重ねによる数字なのか、普通の初期値なのかがちょっと読めないので怖いですね。そうですね。でも、絶対導きますよ、我々は。ていうか、はい。この方が自分のありたい姿で生きられるようにするのは、新井の我々の義務なので。ですね。社会の義務なので、そう。もう、ちょっと楽しみなよ。了解。何をすればいい？やり方はいろいろある。私のお気に入りはお茶を使うことかな。ジャスミンからもらったやつが多分役立つような、役立ってましょう。友情ですね。友情パパワー。あなたのエッセンスの基盤となる要素を見つけ出すために、私はあなたに質問をする。続いて、その要素をこのティーポットに注ぎ、カタルシス注入液を作成する。わけわかんないな。でもいいよ。やってみる。場合によっては、ものすごく美味しいものができるから、私の親友が教えてくれた手法なんだけど、それ以来他のやり方は考えられなくなった。正直、あなたがちょっと羨ましい。これを味わえるのは、変身前の魔女だけだから。準備はいい？もちろん。遠慮なく何でも聞いてよ。じゃあ。これは、なんだ。まず自身について聞かせていただけないですかね。カウンセリングじゃねえけど、それに限りなく近いことをしているような気がするので、はい。
まあ、まずね、彼女がどんな人なのか、そもそもでも自分名前もないんですよね。どうなんだろう。まあ、とりあえず言える範囲でいいです。無理やり過去をね、散策するようなことはしたくないんですけど、言えるような範囲でやっぱり言ってもらいましょうか。はい。ということで。そうですね。名前を決めるにしたって、この方の個性が分からなければどうしようもないので。そうですね。どんな名前にしたいのかも分かんないし。まず、あなた自身について聞かせて。俺自身について。何をするのが好きとか、生い立ちとか、あなたの存在に大きく関わっていると思うことなら何でも。10歳時に遠足で友達がイノシシに踏まれて死ぬのを見た。それはショックだね。それはショッキングだ。それはショックだね。かわいそう。なんかものすごい具体的だね。いや、たまたま最初に浮かんだのがそれだったから。でも何もしてない時によくこのことを考えたりはする。死生観に関わっちゃうのか。やっぱ突然現れた何かにパーンってされちゃうみたいな。なるほど。思いつくままでいいから。エレクトロミュージックとビデオゲームとスパイシーな食べ物とカウボーイ映画とガーデニングが好きかな。お、ジャスミンさんのお友達になってください。ガーデニングは魔女の能力にすごく役立つよ。と言っても、俺が主に栽培するのはマリファナと唐辛子だけどね。やっぱスパイシーか。で、マリファナはあれですよね、合法な都市がある。合法になってるのかな、この世界では。はい。宇宙にも蜂ってあるの？あるよ。宇宙には何でもある。でも、カイラコエルンだったらもっと全然いいものがあるけどね。魔女となった今は。試してみたいな。魔女になってるからマリファナとかじゃなくてもいろいろ魔法が使えるっていうことですよね。じゃあ、私の友達に話をしとく。ものづくりみたいなことはしたことある？特には、料理くらい。料理するのは大好きなんだけど、その気力もないくらい落ち込んでることが多いから。わかる。食べるって生きるなんですよ。で、だから生きるために何かをやるっていうエネルギーすらないぐらいにこの方が追い込まれているような閉鎖社会って考えたらなんか、本当、まだドームには今現在この世界になってないですけど、この方みたいに日々を生きるのが苦しいっていう風に社会に追い詰められてる方々がどれだけいるかっていう想像をやめてはいけないって思いますね。でも今はいくらでも時間はある。そっか。で、何か使えそうな要素は見つかった？いや、トラウマはちょっと嫌なんだけど。カードリーディングではね、子供の時のトラウマとかをインナーチャイルドみたいな感じで言って、向き合ったり、そのインナーチャイルドを理解して認めてあげて否定せずに、よしよしってしてあげることが大事ってよく言われる、スピリチュアルでも言われるんですけど、でもそれは実際に多分心理学的にもそうだと思うんですよね。でもだからといって魔女になる時にあなたを構成する要素としてトラウマ入れるかって話はスパイシーにはなるかもしれないけど、苦味、でもいらないかな。エレクトロミュージックか食べ物、言及されたのってだって料理だったでしょ。そうですね。はい。だからガーデニングはまあいいのかも。ガーデニングもいいの。ガーデニングがスパイシーですよね、おそらく。
方がいいかな。エレクトロミュージックでももちろん、うん。いいんだけどこの方を癒してくれる音楽っていうことで、思うけど。なんかここの点々が気になるんだよな。ガーデニング、なんだろう、無理やり吸ったっていうことなのかな。結局そのドームの中にいるからいろいろなものが調達がしづらいから自分で育てるしかなかったっていう。なるほど、そういうことでもあるのかな。可能性はあり得る。けど、どうしよっかな。どれがいいかな。スパイシーにいってみますか。ここの要素失敗したらアウトですよね。ダリアさんが確かグレーテさんのためにダガー作るときにグレーテをよく表す要素って何って言ってたと思うんですけど、それですよね。ちょっともうちょいなんか好きな音楽私はね音楽が大好きなので好きな音楽っていうものがやっぱ DNA に刻まれてるなってなんか思ったりする時があるので、音楽って言いたいとこなんですけど、でも料理したいのかな。やっぱ言及があったのは食べ物っていうか、唐辛子で料理って出てきたので、でガーデニング難しい。何なんだろう。やっぱでも唐辛子を育てるぐらいスパイシーな食べ物を意地でも自分で調達したいってことでしょ。どう教えてどっちがいいのあなた。それをねでも頑張って推理しろっていうゲーム的要素なんでしょうけど。そうだよね。あなたの含みマリファナのせいなのかな。でも別にマリファナ悪いことじゃないからな。日本ではあれですけど法律としてはね、もちろん中毒性があるので使い方とかはあれですけど、この方のでもメンタル的に言うなら音楽って気もするけど、何がでもエレクトロミュージック他に言及なかったですもんね。そうですよね。やっぱスパイシーな食べ物。どうなんだろう。マリファナ要素でもマリファナ要素を追加するっていう点々の意味になるのか。なんかすごい初歩的なところで詰まってるな。ごめんなさいね、ちょっとぐだってしまって申し訳ない。あれでも彼女をね救うのはね結構難しい気がするので。やっぱね今の現代社会がこういう方を救えないクソみたいな社会なので、クソ社会なので、だからそれを反映して難易度が高いんだろうから、意地悪とかじゃなくてこの社会で、トランスジェンダーの方々がどれだけの苦しみを味わってるかを爪の先ほどでも我々が今痛感しているっていう感じはしますね。自分のアイデンティティすら見失ってしまうぐらい苦しんでいたわけでしょ。って思う。真っ先に出てきたのがエレクトロミュージックだったっていうところはね、なるほどねって思ったりはしたんですけど、でも真っ先に出てきたのはどっちだっけ。イノシシの件。でもイノシシの件は入れなくていいでしょ。入れなくていい。これが一番入れなくていいんだなと。でも他の選択肢選べるのかなっていう感じなんですけど。難しいなけど、やっぱ好きなものを食べたいっていうのって、でも大事ですよね。なんか食べたいなって言ってましたよね。でも散々な会話の時に食べ物のことを言ってましたよね。食べ物とかゲームのこととか言ってたと思うんで、ガーデニングとトラウマ要素は言ってなかったと思うんですよ。だからそう考えるとやっぱエレクトロかスパイシーのどっちかじゃないかなっていう、なんかその本人のその名前付けのイメージとかもそういう食べ物とか音楽から取ってくるっていう見解になるのかもしれないし、そこを予測するとちょっとメタですけど、どっちかだなという。そうですね。あまり悩んでも仕方ないから名前引っ張ってくるもあるですし、そうジョジョ理論で言うとね、好きなアーティストから名前取ったりするのいいんですよ。はい。ある。
クレイジーダイヤモンドって。クレイジーだよ。ですね。ということで、スパイシーにしてみますか、とりあえず。もうこれでもう味が決まりますよね。もう完全に香辛料の効いた美味しいお茶になるっていう。確かにお茶にも関わってくることだし、お茶の味にも関わってくることだから。いきますか。スパイシーな食べ物の要素を追加しましょう。どうかした？いや、ただ驚いただけ。でもいざ言われてみると、確かに自分にとって重要な要素な気がする。お、25% に上がった。どの程度かな。でも 13% 上がったから、まあ一応成功なんじゃないですか、これ。かなこれで間違いないと思う。よかった。だってやっぱずっと料理の話に言及がありましたものね。そうですね。魔女になった今、まず一番やってみたいことから聞いてみますか？そうですね。見た目よりかは、見た目っていくらでも変えられるので、変身だから今やった方がいいのかもしれないですけど、まあそれはでも最終質問に来た時にですよね。今じゃないので、魔女になった今一番やってみたいことは？わからない。普通の魔女って何するの？子供を食べて街に呪いをかけるとか？魔女のイメージ悪すぎでしょ、この方。まあでも西洋の魔女って大体こんな感じですよね。まあ確かに。そんなことしないよ。普通の魔女はね。あなたは何をしてもいい。魔法のガーデンの世話をする魔女もいるし、ダガーを鋳造する魔女もいるし、聖のカルトを率いる魔女もいる。そんないるの？いる。やばいな。カルトって聞くともうちょっと立花くんなのでなんかいつもまあ確かにその宗教で差別してはいけません。特に今日本でイスラム教徒の人たちへの差別ひどいので、宗教差別は絶対なくすべきなんですけど、ただあまりにも日本の政治家にそういう人が多すぎるので、ついカルトって言葉を聞くとピクッとなってしまうのはちょっとしょうがないですね。だってやっぱカルト宗教って呼ばれてるけど、カルトは宗教じゃないので、まあそうですね。だからそもそも宗教じゃないですからね。別物。やっぱカルト集団と宗教団体は別、なのでね、宗教団体が抱える問題も勧誘とかあるっちゃあるけど、今のところ我々がその立花君とかについて言ってるのは、統一教会に関してはそういう問題じゃないからね。あれはそう、反社会的カルト集団なので、なんだよね。そして私は占いをやってる。あとよくわからないけど、俺はただ楽しいことがしたい。本当の友達を作っちょっとセリフ読んでる途中なのに胸にくる。やっぱ本当の自分を見せられないから友達だと思えなかったってことでしょ？ですね。孤独の中に生きてこられたんですね。しかもシェルターっていうかドームの中で。本当の友達を作ったり、いろんな場所を訪れたり、ずっと自分のアパートの部屋に閉じ込められてた気がするから。自由になりたい。全部できるよ。仕事以外の時間を使ってね。興味がある魔法とかある？どうかな。俺はコンピューターエンジニアになろうとしてたんだけど、何かを育てるのは好きだから。ポーションの作成とか？それか探検家？いろんな場所を訪れられるし。なるほど。どんな職業を要素として追加するかな。これか。でもガーデンだとこれだってあれとじゃああれつっちゃった。ジャスミンさんと被っちゃいますよね。
ただそのコンピュータサイエンスが楽しいかっていう、ただそのいろんなところに行ける、閉じこもってたって言ってたでしょ。だからもしかしたらいろんなところに行きたいのであれば、旅する商に流れ物、定住しないって不安定ではあるけど、逆にそこに縛られないっていう自由ではあるんですよ。まあ、なのでガーデンの世話は自由がないんですよ。まあ、自分で選んでるから自由だろって思うかもしれないですけど、まあ、そういう視点じゃなくて、動けないっていう点でいくと、一日でも私が寝込んだらガーデンが荒れるっていう縛られるわけでしょ。でサイエンスはどうだったろうなサイエンスを駆使する魔女もだいぶ刺激的で面白そうではあるけど、なんか自由にいろんなところに行きたいんだったら旅する商人かな。ポーション作って売るみたいな。どうなんでしょうね。どれだろうな。なんか確かになんか、育てるのも好きとは言ってたし、どれでも間違いではないんでしょうけど、自由ってなると1番目か3番目になるのかな。ただどうなんな、まあそうですね。ガーデン以外だと、確かに本人がもともとエンジニアっていうところを考えると、まあエレクトロミュージックともなんかさっきからエレクトロっていう要素が結構強いですよね。ってことは、そうなんですよね。サイエンスにしてみますか。そう。そのコンピューターエンジニアをどうして選ぼうと思ったかっていう志望動機にもよるんですけどね。好きでだったらともかくなんですけど、あんまり人間と向き合わなくていいからとかだった場合がちょっと悲しい、そうですね。ところではあるけど、まあポーション、そうだ難しいですね。これも1番か3番かまあでも確かにサイエンスの要素は出てるので、まあ行ってみますか。サイエンスで。はい。サイエンスを駆使する魔女はどう？あら。しまったかこれ。そっか。サイエンスじゃなかったか。旅する商人か。やめて。やだ。この方を絶対に救うんだって。我々は。俺にサイエンスの良さは薄いと思うけど。なら、どうしてコンピューターサイエンスを学んだの？わからない。何か選ばなきゃいけなかったから。そのタイプか。あんまり深い意味なかったんだ。いや、でも難しいですね、これ。難しいですね。いや、わかんなかった。そうですね。やっぱそうですね。エンジニアは結局はね、誰かと。人のやりとりが多いからか。まあ、結局はすり合わせをしなきゃいけないから。まあ、白衣を着て数式とにらめっこするだけがサイエンスじゃないから。オカルトサイエンスなんかも楽しいかも。まあ、やってみるよ。嘘でしょ。5%はちょっと小さいな。しまったな。いや、まあでもやるエピソードじゃない気もするけど。最後までとりあえずやってみましょうか。コンピューターサイエンスが選ばれたメタ的理由がもしかするとコメント欄で得られたかもしれない。アラン・チューリング、なるほど。でもまあ、だって、この方は、だから、同性愛者というわけではおそらくない可能性が高いから、トランスジェンダー女性なので、トランスジェンダー女性のレズビアンももちろんいらっしゃるので、それはそうとは限らないですけど、やっぱ恋愛思考は今ね聞いてないのであれなんですけど、ただやっぱマイノリティ性という共通点として選択肢にぶち込んできたっていうところなのかもしれない。なんかメタファーですよね。だから
この方当人の要素じゃないけど、うん、こちらにそういうアラン・チューリングをこう押してくるというか、そんな感じなのかな。じゃあ次の選択肢でちょっと、頑張りましょうかね。間違えられないですね。頑張りましょう。頑張りましょう。あなたはどんな見た目になりたい？全然思いつかない。こんなんじゃないことは確か。じゃあ、直感を働かせて、頭に浮かんだ言葉を教えて。なんだろう。この正反対の見た目とか？正直恥ずかしいな。自分がどんな見た目になりたいかを口で言うなんて。じっくり考えてみて。なんか派手な感じ。セクシーで。って俺、何言ってんだか。そんな見た目が似合うような存在でもないのに。似合う似合わないは気にしなくていいんですよ。自分が楽しければそれでいいんですよ。そうマジで冠婚葬祭とか TPO に合わせた服装っていうけど、それだとしても似合ってる似合ってないは関係ないんですよ。気にしないでいいのに。けど気にしなきゃいけないような社会にしてるのは事実ですね。やっぱちょっと洗いもうちょっと頑張ろうね。6月も来ちゃう。はい、差別禁止法頼むからマジで本当に。自分の見た目に満足はしたいけど、変にやりすぎたくもないし。どっちだ？本当はやりたいんだろう。いいんだよ。そう、フォルトゥーナさんが言ってる。魔女の見た目にやりすぎなんて言葉はないのよ。ダリアにはあったでしょ？すごいよね。でも彼女自身もすごい女性だから。あなただってすごい女性よ。そうは思えないけどね。この方から自尊心を奪った社会が憎いですね。セクシーって言ってたから魅惑的だと思うんですけど。そうですね。でもどれなんだろう。これでも間違えられないな。ちょっとなんだろう。エキゾチックっていうその表現もなんかあれですよね。最近ちょっと定義を考え直した方がいいのではないか説みたいなのないですっけ？なるほど。そうですね。確か。まあでも本当にそうだよな。エキゾチックとかなんかそういう民族的なとかっていうのって危ういっちゃ危ういですよね。難しいな。いややっぱセクシーでって言ってて力強い感じはっていうのはダリアさんのことを褒めてはいるけど、でもダリアさんのことを褒めてはいるけどそうなりたいかっていう。いやそうここが難しいとこでそういうあなた素敵だけど自分がなりたいのは違うっていうのってあり得るんですよねっていうとこなんですよね。そうなんだよな。なるほど。植民地的なコンテキストもある。確かにそうだな。こうなるとやっぱりそこはちょっと違うっていうことなのかな。どう思います？でやっぱ逆になんだろうな、テンプレ的なエキゾチックな、男性表彰じゃないです。あえて男性表彰って使いますけど、このひげの生やし方、そのターバン巻いてたりとかする感じしませんか？このままならね、このままならね、エキゾチックなんかだからそうではなくて、まあどうなのかな、魅惑的って言った方がやっぱ近いは近いのかな。多分外れ普通大当たりがあると思うんですよね。選択肢3つだから、大当たり引いてパーセンテージがどのぐらいになるかっていう恐怖なんですけど、怖いな。なんでさっき 5% だったの？
多分難しいな。無気力だったとかっていうところならやっぱそのダリアみたいに力強くってなるのかもしれないですけど、今と正反対。でも今と正反対っていうのもすごくこっちの主観に任せられすぎてるので、この方が悪いとかじゃないんですけど、だから名前がないからこの方としか呼んであげられないのがすごく申し訳ない。やっぱ魅惑的。でも十分魅力はある方ですよ。もちろん人間それぞれに魅力があるので、それを否定してるわけじゃないんですけど、この方が抑え込んだ自分の感情、どうなりたいかっていう変身願望、拾い上げる言葉って言ったらどれだろうなっていう。でも派手な感じって確かになんか強い、ちゃんと言い返せる人っていう風に取るんだったら力強いでも合ってるんだろうなって思うんですけど、難しいな。まあでも魅惑的でいきますか、ここは。そしたらいきますか。我々らしい答えとしては力強いはないと思うから、さっきのセクシーを拾うのであればそうなるかなと思うんですよね。魅惑的な感じはないでしょう。魅惑的な見た目にはなりたいけど、俺とは最もかけ離れた概念だと思う。もっと自信を持ってよ。あなたは十分魅惑的よ。占い師の私が言うんだから間違いない。ありがとう。励ましてくれて。ちょっと待って。でも 10% か。助けてドラえもん助けてっていうか、魅惑的に最もかけ離れてるって言ったでしょ。だから自分は魅力がないって言ってるんでしょ。そんなことない。だからこの方の自尊心をメコメコにしてきて社会をやっぱり我々はぶっ壊さないといけない。許しちゃおけねえ。許しちゃおけないっすね。でもちょっと待って、40% か厳しいな、これ。半分か。カード作った後セーブ入りましたっけ？カード作った後はセーブ入ったし、さっきテアさん呼んでるからセーブは入ってる。そっか、入ってるか。ちょっとすみません。このゲーム的にはダメなやっぱゲームが意図しているのは選んだ運命を受け入れろっていうことなのであれなんですけど、私的にはこの方を助ける、すごい傲慢な言い方しますけど、この方を助けられないのであれば我々の実況としての、意味がないんですよ。40% はちょっと無理ですね。無理でしょ。絶対美味しくないでしょ、お茶。いやでもただ半分だから手柄し儀式失敗したらリセットしますか。もうこれあれだったらいや、エキゾチック不正解なんだ。ありがとうございます。偉いな。やっぱこのゲームすごいな。やっぱ頭下がりますね。でも自分だったら力強いで正解なのか。いやー、ちょっとわかんないけど。いや、でも 10%、そうか、5、10、15とかで割り振ってあるのかな。0でも0、5、10だったら今ので正解ってことですよ。考えたら。ってことか。じゃあやっぱあれか、やっぱ真ん中のサイエンスがまあ多分ミスってるから、そこですね。あと香辛料のところは4つ選択肢ありましたもんね。スパイシーか。まあ多分スパイシーでも正解は正解だったのかな。あれは当たりっぽいんですよね。エレクトロで正解だった気がする。やっぱ多分スパイシーでもなんか考えたことなかったけど自分に重要な感じがするって言ってたので、多分大丈夫合ってる気がするんですよね。多分あれは正解の方に入ってると思うので。なんで辛い。円盤の数字あんまり上がってないね。厳しいご指摘が。はい、本当にごめんなさい。本当にすみません。本当ごめん。どっちなんだろう。正しいのかこれで。いや、これだけあれば十分。これだけあれば十分。あとはあなたの意志の力で補うの。まあ自分とフォルトゥーナさんとあれがだから2
隣り合わせて 100% みたいな感覚そんな感じだったら、まあ40あれば50補えば90だからし、ギリいけるか、やっぱそうですよね。もちろん導きますと言っても、導かれたいっていう主体性がないなら意味がないので、そうですね、そうですね。はい、自己決定権大事、自己決定権大事。はい、呪文のように今唱えていますけど、今ですね、40% のダイスを振って私はなんか成功しなきゃいけないというそうですよ。めっちゃ音木隆二くんがここで出てきて、ダイスロールなんで我々ダイスロール好きですよね。いやてか遊戯王ネタが好きすぎるんですよ。ほんとすみません。私が遊戯王が大好きなせいで。まあでもカズキングが大好きだからね我々。そしてそうですね、ダークディメンジョンを避けるためにこのゲームやってるのでね。はい。はい、そうですよ。頑張りましょう。はい。きっとやれる。きっとやれる。うん。わかった。じゃあ飲んでみる。乾杯。おー、やったーやったぞイエスイエス成功でしょこれは。どう考えても成功じゃないのこれ。成功だよね。いいです、成功ですよね。素敵素晴らしい。これはだってミスったら多分そのまんまの姿だった気がするので、なんかもうちょっとこう言ってた要素が取り入れられてない感じになってたかもしれない。で、あれですね、スパイシー要素は首飾りですね。あ、そうだ、スパイシーで旅人だったのかな、やっぱ正解だから帽子、多分やっぱそうですね。やっぱいろんな人と結局今まで偽りの自分でしかなかったから、やっといろんな人とだから旅の商人で仲良くなるまではなくてもやっぱいろんな人と関わる本来の自分の姿で社会に入るっていうことだって、やっぱ商人でも難しい。ただやっぱゲームだからっていうのも言えちゃうかもしれないですけど、当人たちやっぱ当事者の方々がどれだけ日々難しい選択をしているか、というのを疑似体験した感じがそう疑似体験いやでもやりましたね。やったぜ素晴らしい。祈りが通じた。魅力的で力強い方って素晴らしいですよ。そうですね。だからやっぱ力強いが要素として正解だったのかな。いやでも魅惑的でも魅惑的でプラス 10% だったから、まあ正解あれ間違ってなかったんじゃないですかね、やっぱり。多分どっちも、で今どっちの要素を持ってるけど力強い、でもやっぱ、力強い、どうなんだろうな、やっぱどっちに触れてるのかですけど、まあさっきのやつはね、10% 上がってるから不正解ではなかったと思いますね。まあすごくでも力強くもあり魅惑的でもあり、すごく理知的というか何かその、スパイスとかの知識何かしらの知識を持って自信があるっていう感じを受けるので、いや本当素晴らしいな。もし最優秀の選択肢がお尻になりたかったら教えてあげますよというなんかウィズダムの人がいるんですけど、よかったら書いといてください。多分もう大丈夫だと思うので、まあネタバレですけど。ちょっとそうですね、とりあえず進めましょうか。多分成功してると思うんですけど。はい。めちゃくちゃ素敵じゃない。そう。名前がついた。ペッパーモンスター。なるほど。なんかスパイシーですね。やっぱスパイシーは合ってるんですね。絶対合ってたわこれ。よかったスパイシー。すごい素敵。確かにそんな感じがする。早く鏡を見てみたい。体が軽くなった気分。よかった笑ってくれて。よかった初めて笑顔になりましたね。どうなんだろう、我々がこれでペッパー香辛料選んでなかったら名前変わってたのかな。どうなんだろう。いやわかんない。でもこの方の姿をさすがにこっちが操作しまくってたらやばいですよね。確かに。まあでも導かれるから多少はそうなっちゃうのか。すごいねフォルトゥナ。どうもありがとう。
本当に本当にありがとう。おめでとう。どうやってこのお礼をすればいい？エアーのエレメントをください。いや、いいです。いや、まあ、いらないか。いいです。いや、ごめん、冗談。生きてて、そうですね。エアーくれれば嬉しいんですけど、でもあなたが元気に、あなたらしく生きててくれれば、我々はそれで幸せです。はい。本当に、本当に。正解、ガーデンなんだ。スパイシーガーデン力強い。いや、そっか、ガーデンってよかったのか。じゃあやっぱスパイシーから考えたら、やっぱ、まあそう、育てる。植物系で路線で行けばよかったのか。なるほど。そこちょっと考えすぎましたね。で、あれが力強い、やっぱそっか、今までは流されるだけだったから、しっかり自分で何かを選ぶ力が欲しい。ダリアさんに憧れてるっていうふうに考えればよかったのか。なるほどな、なるほどな。いや、でも、なんか、ちゃんと導けたので、やっぱ日頃の行いがいいということにしておいていいですか？そうですね。私エレクトロを選ぶ気満々でしたけどね、なんかスパイシーの方がいいかなと思ったんで、でも名前の要素も多分反映されてるしね、スパイシーは確かにベスト選択肢だったな。偶然しかないけど、いや本当にごめんなさい、カンニングもしてないので、マジで偶然ですね。あれか、音花さんさすがっていうことはやっぱりダリアさんを見てそうなりたいと思ったってことですかね。でいいっていうことなんです。力強いは多分そういう解釈ですよね。やっぱ初めてやったというか、こう自分を導いてくれて、今この儀式で導いてくれてるのはフォルトゥーナさんだけど、ペッパーマンサーさんを導いてるのはダリアさんだったっていう。なるほどな、そこもシスターフッドだ。なるほど。お互いにお互いを助け合ってる。やっぱ多様性大事ですよ。はい。やっぱどうあがいてもダリアさんを主張に抑えにしないとダメだ。そうですね。覚悟を決めますよ、我々は。ペッパーマンサーさんを、こっちの味方に多分これでできてると思うから、結構ね、さっき巡礼者さん微妙だったから、なんとかなるんじゃないですか。なんかすげえ偶然に頼ってるけど。はい、いや、でもよかった。今後もでもこれ性格上注意した方がいいですね。ダリアさんの多分悪口とかそういうことは多分 NG だと思うから、当然だと思うけど、だからダリアさんに関する選択肢ができたら、肯定的な行動を取ればいいのかな。でも悪いと思うところは悪いと指摘しなきゃいけないですけど、でもその言葉遣いまでね、指定できるわけじゃないので、言わなくてもいいと思うので、そうですね。あなたが思う最高の魔女になってくれればそれで十分だよ。存分に楽しんで。そうする。自分が何者か分かった？私はペッパーマンサー、唐辛子の使い手。いいじゃない。どんな力を駆使するの？まだわからない。いやー、嬉しい。スパイシーでよかった、本当に。でも挑戦前のセリフが確かにヒントになってたんですね。だからな、ゲームだからな、エンジニアでいいと思ったんだ。エンジニアっていうかサイエンスでいいと思ったんだけど、ちょっと遠すぎましたね。そこはうがちすぎました。すいません。正解と不正解を選んでしまった。はい。推理しすぎるぜなので、我々ね、推理しすぎましたね。推理だけで10分ぐらい喋ってたんじゃないですか。いや、皆さんちょっと退屈したら申し訳なかったんですけど、さすがにもう間違えたくなくて。ただやっぱペッパーマンサーさんについては多分我々今のこのヘイト吹き荒れるご時世、絶対に1ミクロンもこぼさずにお届けしないといけない場所だと思うので、切り取りたい方はここお願いします。お願いします、本当に。このなりたい姿になれてよかった。本当になりたい姿でいいんです。人の服装を笑うやつがクソなので、そんな気にしなくていいです。自分がやりたい格好すればいいです。私もだからなんだろうな、いわゆる地雷系とか量産
型とかって呼ばれるお洋服とかハートとかレースとかフリル可愛いなと思って買ってきたりとかしてるんですけど、やっぱ怖いんですよね。外出る時どんな目で見られるかなって、一緒にいる同行者がどんな目で見られるかな、本当はどう思ってるのかなって思うけど、そもそもそんな目で見てくるやからがダメなので、そうですねっていうとこですよ。はい、いやーよかったスパイシーなものに関係してるのは確かかな。この見た目に合う名前を考えなくっちゃ。あ、なるほどね。ペッパーマンサーは肩書きってことかな。そうかな。まだ決めたわけじゃないってことか。何、ペッパーマンサーの何々ってことか。ペッパーマンサーのなんかそうですね。ダリアさんとかエヴァさんとかそういう感じになるのかな。ダガーカジのダリアとか、そうですね。だから占い師のフォルトゥーナみたいな感じかもしれない。でもすごい嬉しい。よかった。よかった。これはね、本当にこれを現実でもたくさん生みたい。こんな素敵な話をたくさん埋めるようにしたい。頑張りましょうね。6月しんどいだろうけど絶対我々負けないので、はい、皆様もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。これから自分が何をしていくかも考える。考えることがいっぱいある。不安だけど楽しみだな私も協力するよ。私の特技はデッキを使って魔女の疑問に答えることだから。そうだよね。ダリアから聞いてる。あなたがデッキじゃなくてお茶を使うことを選んだ時、正直ちょっとがっかりしたんだ。だからぜひともあなたのカードの力を体験してみたい。お喜んで。来た。いや、すいません。ペッパーマンサーさんへの返信があまりにも嬉しすぎて、多分フォルトゥーナさんとペッパーマンサーさんの声が分かんなくなってて、さっきまで演技がめちゃくちゃだったと思う。申し訳ない。いいところだったのに。素敵なシーンをなんでそんなことをしちゃうんだ、私。悔しいな。さて、あなたが古文でどんな役割を担うかを見てみましょうか。わあ、古文作ってあるカードだよ。出てくるかなあのカード出てくるかな。あなたが何に注力して訓練すればいいか分かるように。いいね。さらにあなたが将来自分を何て名前で呼んでいるか調べてみましょう。そうすれば今すぐその名前を使うことができるから。お願い。いつまでも七種の魔女でいるわけにはいかないもんね。オッケー。他にも聞いておきたいことはある？とりあえずは大丈夫かな。何でもかんでも先に分かっちゃうのもつまらないし。了解。じゃあ、私がデッキをシャッフルする間、今の質問を頭に思い浮かべていて。何が出るか。お願い。やっぱり来たー！やっぱり来た！つまりね、いろんな人と交流したり、いろんな人に情報を託す、情報交換するとか。で、あとエーテルの翼アルカナを誰もが視認可能なものへと変えるなので、やっと彼女の心の中にいた彼女自身を可視可能になりましたっていうことなのか。じゃない、指導目的だから誰かに指導を受けるっていうことかもしれないですね。魔法の郵便局は情報の流れを操り、ハーピーは正義を体現し目的を表すっていうことですね。正義、我々の正義大好き正義。いやよかった。トランスジェンダーの方々には正義が必要です。はい。法の正義が社会正義が必要です。はい、マイノリティを守らないとダメです。ほらね、勢いつけてカラスマさんがね、悪意と差別をぶっ壊していくスタンプが出てきてる。よし、ということで役割でいいですね。はい。
いいですね。あなたの才能は短期間で大きく成長し、凌駕される古参の魔女が登場する。あなたはトゥルースチリと知られる特別な唐辛子を育てるようになり、それが今度の選挙で不可欠な道具となる。おお。まあどっちも事実なんだろうけど。多分いやただこれ凌駕された古参の魔女から恨みを買いかねない可能性を考えると。可能性ありますよね。ちょっと危ない。いやそれはでもね古参の魔女が悪いので、まあそうですけどね。あれなんですけど、はい、ただダリアさんの味方をしてもらうためには選挙っていう書いてあるこれが大事でしょ。そうですね。特別な唐辛子トゥルースチリ、どういうものなんだろう、よくわかんないけど、とりあえずこれをですね、まあ巡礼者さんとかにもぐもぐ食ってもらって、あ、私は間違っていたみたいな辛いみたいなことですね。言っていただきましょう。トゥルースソーシャルぶっ壊してトゥルースチリ作りましょうよ。あ、そうですね、トゥルースチリ作りましょう。はい、ということでトゥルースソーシャルはぶっ壊します。あなたはトゥルースチリとして知られる特別な唐辛子を育てるようになり、それが今度の選挙で不可欠な道具となる。なんだかすごそう。そうだね。今はこんな状況だからすごく忙しくなるんじゃないかな。全然問題ないよ。忙しくしてればこの激変した環境について深く考えずに済むし、早く魔女の魔法を習得したいしね。いや、できる、一気に詰め込まれると思うから覚悟しといて。どんと来いよ。この満面の笑みマジで嬉しい。生きててよかった。まだ自分の家もガーデンもないのに唐辛子を育てるってわけね。ジャスミンと話すといいよ。彼女もガーデンをやってるから、あなたに必要なものを用意してくれるはず。多分選挙後になるでしょうけどね。いやでもジャスミンさんを説得してくれるんじゃないですか、この流れで言ったら。つながってくれるっていうか、だからその多様性を求めるダリアの方針じゃないと、この私の、親友を得られないんだっていう実態に気づく可能性がある。でトゥルースチリっていう名前がね、食べたものに真実を言わせるとかだったなら、もしかするとだから嘘や欺きからダリアさんを守ってくれるのかもしれない。そうですね、って思ったりもした。やっぱよかった。古文ありがとうございます。ありがとうございます。分かった。じゃあこの後会いに行ってみる。いろいろありがとう。どういたしまして。よし、エアーも1個回収。よし。お、慈悲心だ。やった童話しようと愛しての勝利を生み出す。最後の花の方向は愛と欲望を喚起させ、ガラスの人形とスノーキャットの目は根源的衝動をもたらすということで、慈悲、健全、憧れ、情熱、力。いいですね。よっしゃー。優しい。あれですよね、このカード確かうちのデッキで一番優しいカードですよね。そうですね、慈悲の心ですからね。はい、水のパワーで、慈悲は大事です。優しめのカードでございます。ペッパーマンサーのバイオレットさん、ペッパーマンサーのカイヤさん、ペッパーマンサーのロバさん。名前全部選べるんだ。全部同じだ、回答、あれが。我々が与えちゃう名付けになっちゃうんだ。バイオレット。ピンクと青を混ぜたら何になりますっけ？パープルだけど、まあバイオレットだからパープル系でもまあいいんですけど、いやノンバイナリーカラーだからちょっと違う気もする。はい。まあでもそうだな、それはそうだな。
一応このゲーム別にノンバイナリーの方を排除してるわけじゃないと思うんですけど、バイナリー的に女性であるっていうことが条件っぽいので、はい、とりあえずそれだけはちょっと言及しておきますが、はい、ただどの名前もでも素敵ですね。でもノバさんは別に宇宙とあんまり関係ないから、別にノバはなんか違う気がする。カイヤが何を指してるかなんですよね。カイヤってなんだろう。カイヤって何なんでしょう。カイヤちょっと名前付け大事なので、人の人生を左右するので、ちょっとカイヤさんって確かアイドルとかアーティストでいましたっけ？いるな。ハワイか？ちょっとお待ちくださいね。ちゃんとそっか、背景が海だからカイヤか。ハワイの言葉で海らしいです。で、自費心にあるので、自費心のカードにそうとってカイヤというあれが出てきたのか。だから自費心から引っこ抜かれてるんですね、多分。で、バイオレットはその海の色でしょ。で、カイヤがだから海でしょ。で、そうですね。バイオレットはスミレの花の名前でもありますね。そうですね。バイオレットはスミレ色で、ノバはラテン語で新しいっていう意味だから、新入りっていう感じですよね、おそらく。新入りで、スーパーノバとかの星の超新星を意味する。だから大型新人みたいなニュアンスなんでしょう。合ってるっちゃ合ってるな。合ってるけどこの方のイメージじゃない気がする。なんかだって別に宇宙と関係ないから。いや、宇宙に来てるので、魔女は多分みんな宇宙にルーツがある、ある意味で宇宙に関係あるけど、ただそうだな、やっぱ名前がなんかやっぱね大事かな。そうだな、バイオレットよりはやっぱ海を意味する。海似合うでしょ。似合いますよね。海似合うでしょ。そうですね。この自費心のカードが出たことで、多分カイヤっていう名前が選択肢に現れてるから、になってるんだろうと思おそらうんですよね。く本当だったらバイオレットかノバなんだろうけど、カイヤで行くのがなんか自費心のカード的には正しい気がするですね。はい、どうですか？そうですね。海を出すっていうところなので、そうだな。多分カード由来なのは、なので多分ノバはもしかしたら全部出るのかもしれない。いやでもスノーキャットの目があるからそれから取ってるのかもしれないな。ノバでも他の名前の由来とか気になるけど、でもやっぱカイヤさん絶対綺麗でしょ。そうですね。名前の響きとしても綺麗だし、ザリガニの鳴くところの主人公。ザリガニの鳴くところってちょっと今検索してみよう。これ映画ですか？アメリカの生物学者によるミステリー小説。なるほど。でも大自然とかと関係がある。野生の生き物たちが自然のままで生きるみたいなところが舞台らしいです。今なんか検索しか出てきてないけど。でもそれってガーデンのイメージからすると、私たちガーデン選ばなかったですけどカイヤさんでもいいんじゃないですか。と思いますけどね。一ところに海あるとしてもやっぱ水って常に流れてるから自由っちゃ自由ですよねって思うので、そうですね。じゃあ、カイヤさんにしますか。はい。あなたはペッパーマンサーのカイヤ。カイヤ。なんだか耳慣れない感じ。どっかのデータベースから名前を盗んできたみたい。でもいい名前だと思う。この名前に負けないように頑張るね。本当にありがとう、フォルトゥーナ。どういたしまして、カイヤ。
とりあえずこんなとこかな。私の占いはどうだった？最高だと思う。あなたすごい才能の持ち主だね。でも当分占いはいいかなっていう気分でもある。逃れられない自分の運命を知るっていうのは恐ろしいことでもあるから。誤解しないように言っておくけど、あなたが悪いってわけじゃないからね。うん、気持ちはわかるよ。自分にあなたみたいな才能があったらどうかしちゃうと思う。とても魅力的で恐ろしい力だと思うから。唐辛子を育てる方が自分はいいかな。確かに私も自分がおかしくなりそうな時はあるね。この後はどうするの？あとダリアが私を他の魔女にも紹介したいみたい。あなたのおかげで私もその準備ができた気がする。それはよかった。またいつでも訪ねてきて。そうする。またね。うわー、素敵イエーイ。いやー、よかったー。よかった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 。いやーよかったけど、よかったけど、よかったけど、トゥルース唐辛子が気になる。ね。多分でも選挙で重要なアイテムだと思われるから、おそらく確実に使う、確実に使うものだし、それを引っ張ってこれたの結構でかいでしょう。だからまあちょっとね、すいません、巡礼者さんがちょっと微妙だったけど、でも結局彼女のおかげでカードをね、リサイクルする機能、組み替える機能と、なんだっけ、あと運命のなんかスロットが手に入って、あいつが手に入りで、その流れでこうなってるから、まあぶっちゃけやっぱり選択肢としては正解でしたね。いやよかった、いやよかった。やっぱね、デッキってちゃんと答えてくれるんですよ。それまあそうですね。デッキは答えてくれるって。そうですよ。神のカードって。神のカードが出てきちゃう。そんな神のカードを生贄に。俺はオベリスクの巨神兵を生贄にこいつを召喚する。来いブルーライサートドラゴンっていうあれですよ。だって古文これだってすごいですね。古文だってあれを破壊してなかったら。だから古文ここで出せなかったらね、違う答えになってたと思うので、まあなので古文の中においてこうやっていろんな人との、だからおしゃべりなジャスミンさんとの縁って感じなのか、これよくかちょっと飛躍させると、なるほどな。だから古文の中で本当ハーピーみたいな役割を負うと。でトゥルースだから言葉やっぱりなんかこう本音、手紙とか本とかってやっぱ本が閉じられた本とか、手紙ってまあお知らせでもあり秘められた秘密とかでもあったりすると思うので、もしかするとだから、なんか何かを暴くのかな、正義が、目的を持って、いやーでもよかった。なりたい姿になる方法、なりたい自分になる方法っていうのはあるので、やっぱそれをどうにかしてやっぱ我々はもっと大事にしていかないといけないというか、それをもっと選びやすくできないと、我々は阻害していい権利ではない。まあ当然ですけど、当然誰かの権利を阻害していい権利は誰にもないんですけど、そうだな。なので私が思うのは本当に本当に思う。いやということでですね、まあただこの絵は立てなかったけどレッドストリング、いやいいんですよ。いやこれはまたあれですよ、絶対別のところで役に立つ、多分どこかで必殺ワードとして発動することでしょう。はい。全部一緒なの？レッドストリングスクラブと左にやってもらっていいですか？ビタースイートダンス同じなんだ。
でもこっち水ですよね。属性も水同士か。で、水のエネルギーの花が隠された可能性を解放するなので、まあでも多分どっちもね、悪くないですよね。水とエアーなので、はい、悪くない、どっちも悪くないカードだと思いますが。思います。はい、ということで、コズミックホイールシスターフット第5回実況でございましたが、いかがでしたでしょうか。いや、史上ちょっと最も難しい局面だったかもしれないけど、まあ皆様のおかげと、まあなんか運もあって、ですね、見事、で、ペッパーマンサーさんを導けたし、はい、カイヤさんをね、よかった。まあ、巡礼者さんとはいまいちうまくいかなかったけど、まあ、おかげで古文のカードも手に入ったのでですね、まあ、結果オーライかなという、ところではございます。はい。ということで、次回以降はね、多分本格的に選挙とかそういう話になってくると思いますので、クリアに向けて頑張っていきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録、高評価して引き続き、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。あとメンバーシップの、小説朗読とかもよかったらチェックしてみてください。はい。よろしくお願いいたします。いや、素晴らしかったです。ここ一番やってほしかったということで、ありがとうございます。よかった。大事なところだった。本当に大事。6月を目前にこれを残せたのが嬉しい。ですね。はい。いや、ちょっといろいろ焦りましたけど、いきなりの展開だったから、ちょっと、なんだこれと思って。巡礼者さんがちょっとね気難しいので頑張って怪獣して正規の方法で怪獣していきたいと思います。そうですね、まあ今回名前はね覚えてくれたと思うので、まああとはね少しずつこっち側に引き寄せてきて、はいまあジャスミンさんもですね、考えを変えるようにまあなんとかですねダリアさん側を支援していきたいと思います。はい。やっぱ思うのはやっぱカイヤさんが生まれなければ、ジャスミンさんへのコネクションというか、であとそのカイヤさんがそのダリアさんによって導かれてきた魔女であるということ、やっぱ新たな魔女が入ってくることによってジャスミンさん自身も刺激になる、まあペッパーのスパイシーな刺激を得るとか、っていうことを経ていろいろやっぱ実感しないと気づかないこともあると思うんですね。それはジャスミンさんが全部悪とか怠惰って言ってるわけではないんですが、今まで勝ち得てきたものだけが全てじゃないっていうところに気づいていただけるような素敵な方をねお呼びできたというか導くことができた。我々が導いたって言ってるけど我々がすごいんじゃなくてここまで生き抜いた方がすごいんですよ。そうですね。生きててくれなかったらお会いできなかったので。本当にだからありがとう、生きててくれてここに来てくれてありがとうっていう気持ちを大事にしていきたいし、現実にいるたくさんのカイヤさんたちを我々はエンパワーメントして救うですよね。我々がね不条理な現状を押し付けてるので、我々というかまあ社会がね不条理なことを言ってるので、そう正しいことを、ね、マジョリティとか差別っていうのは基本マイノリティの人は関係なくてマジョリティとか社会側の問題なんで、まあそっちをですねなんとかしていこうと思いますので、よかったらぜひとも応援等よろしくぜひお願いいたします。いつも通りのことで申し訳ないですがはい。ということでですね、今回も、見ていただいてありがとうございました。戦争性別虐殺あらゆる加害に反対しますということで、はい、引き続きまた来週ですね、5月のまた月末30日になっちゃうと思うんですけど、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは、皆様ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。